チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日もお集まりいただきましてありがとうございます。いろいろ体調不良などで心配をおかけしましてすみませんでした。本日はまたのテーマ雑談カラスマフリートークの第15回なんですけど、時事雑談で取り上げきれないことが毎日起きているので、いろんなことについて話したいと予定を立てずに話したいと思います。高市首相本人に対する差別などは禁止してみます。お願いいたします。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張配信、集中でもまず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりしているつもりはありません。配信チャット欄やコメント欄はルールを守って書き込んでくださいということで、動物病院の注射器が足りないので高市さんは今すぐ辞任してください。はい、以上、ということでですね、音花ぶかさん、ペタさん、しょうがさん、無欲さん、ミニラトルさん、マヤエフさん、かなしみさん、コーカラスです。来ていただいてありがとうございます。いや、おかげさまでだいぶ良くなりました。ありがとうございます。体調の方ですね。ご心配かけてすいませんでした。ナノクラフトさん、コーカラスです。ただ相変わらずね、季節の変わり目だからなのか、あんまり喉の調子とかもいろいろ良くないし、無理しない範囲で、ちょっとやっていこうかなと思っております。はい。本当はね、動画出したりとかね、もっといろいろやりたいんですけれどもね、ちょっといろいろ時間もないし、という感じなので、はい。ちょっとフリートーク形式でやっていきたいなと思ってます。
で先日なんですけど、先月のですね4月19日私の誕生日にですねブースで、お願いいたしました登録者2000人達成お誕生日祝いの企画だったんですけれども、これですねたくさんの方に買っていただいて本当にありがとうございます。私の本当市場にもかかわらずですねご協力いただきました皆様感謝しております。ありがとうございます。まだまだその支援は募集しているんですけれども、とりあえず先日ですね振り込みがありまして、この時に買っていただいたですね皆様の分のですねお金が振り込まれたということでございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、何かですねご支援いただいた方とかですねご要望とかぜひありましたらですねいつでもおっしゃってください。はい、あとですね参考のところに掲げてますけれども、同性婚訴訟の最高裁判決が来月ですねもう、そんな季節かという感じですがプライド月間なので今年中に出ると言われておりますので、その判決により、日本で同性婚が実現するかが大きく変わります。6月7日の短期間で最高裁判時に同性婚にイエスの声を届けましょうということで、署名の方ご協力よろしくお願いいたします。はい、ゆめさんお久しぶりです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。辞任したくらいなら土下座が行こうと思っていたけど、土下座に何の価値があるか、いや、辞任するよりやめて、辞任するしかないんですけど、別に土下座とかしなくていいから、普通に体調不良でやめていただきたいですね。はい。みんなのためだと思います。それが。シンナーやプラスチック用品の盗難が発生している。やっぱりか。いや、そういう状況になるでしょうね。いろんなその辺の話も少ししていきたいですけどね。なんで2026年になって同性婚できないんでしょうね。いや、意味がわからんですよね。しかも、それに関して、全く意味のわからない、法律議論とかは相変わらずしてるので、もう嫌なんだけど、どうしたらいいのこの政権を。タイムさん、615さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。本当ひどいことばっかり起きてますよね。嫌になります。はい。嫌だと言いつつですね。はい。皆さんのご支援のおかげで生き延びているんですが、本当ありがとうございます。そう、少しでもね、なんか明るい笑いが欲しいですよね。全然ないじゃないですか。海外だったらマムダリさんとかいろいろあるけれども、来週、杉並区の岸本区長が多分大丈夫だと思いたいけど安心はできないので、門博子というやつに勝たなければいけないんですけど、選挙もとかもあるのでね、皆さん気を引き締めていきましょう。はい。人材不足なんかありとあらゆるところで人材不足ですけどね。はい。ということでですね、早速やっていきたいのですが、本題というかですね、なんで、可愛らしい文鳥にしたかという話なんですけど、こちらの、すいません。ちょっと表示するあれを間違えた。ひとみさんなんですけど、なぜ彼女の、ですね、ツイッターを取り上げたかっていうと、この方ですね、レズビアンの方で、LGBTQ 活動家をやってらっしゃるので、私フォローさせていただいてたんですけれども、11さんなんですよね、本業が。で、彼女が衝撃的なポストをして、それが大変話題になっています。動物病院で注射器、注射針、輸液チューブ、薬の分包紙などが卸業者さんから買えなくなりました。このままだと診療を続けていけないレベルです。特に糖尿病の犬や猫にとってインスリン用の注射器、ロードーズが手に入らないのはすぐに命に関わる問題です。毎日必死で在庫のある業者を探しながら今あるものを節約して使っていますが、それにも限界がありますと。ついにという感じですけど、いやでもこれ行動特集の6月で積むっていう発言があって、6月ぐらいまではなんとかなるのかなと思ってましたけど、こんな早くっていうですね、悪い意味でのショックがありましたね。はい。なので、ロードーズのですね、画面が表示されてるんですけれども、これがもうすでに手に入りにくくなっていると。はい。だから本来は医療資源って最優先で、これナフサ原料ですよね。全部ナフサ原料のものだと思うんですけど、最優先で製作しなきゃいけないものであるにもかかわらず、ないと言われ始めているようです。はい。
この方がですね、どんということだというコメントで答えてるんですけど、獣医療分野は人医療と全く同じものを使っていることが多いです。医療物資が足りなくなると人間の方が優先され、まずは動物病院に入ってこなくなり、その後人間の病院に入らなくなりますと、いうことで、いや、最優先配分してんじゃないの？なんか正直ほんと信じられないんですけど、いやでもな、ひとみさんだからな、その辺のって言ったらあれも、言い方悪いけれども、口コミレベルだったらですね、私も、いや、まだ確定的な話ではないかもしれないと言って、いたかもしれないんですけれども、確かにですね、この方の動物病院のあくまで話だということは割り引いて聞かなきゃいけないんですけど、だってね、実績あるプロの方だからね、嘘を言うわけがないので、はい。職場でのプラ製品不足がきついです。仕事の関係先が理解してもらえなかったりするので、本当ナフサ足りてるとか目詰まりうんぬんと言ってる政府への怒りが収まりませんということで、ペタさんも証言ありがとうございます。岸本さんの動画を拝見していいねつけるようにしてます。ありがとうございます。いや、これ目詰まりって何っていう話ですよね。もう正直、高市小泉、あと、片山さつきでだけど、3人のうちの誰かでなければ誰でもいいわっていう話をちょっと昨日もね、友達としてたんですけど、もうあいつらもう最低だから、政界から追い出してほしいですけど、どうせ自民党だから、大きくは改善はされないと思うんですけど、もうとりあえずなんかね、ナフサ不足を認識できる人なら誰でもええわ、もう。そう、全部売名行為ですからね。信じられないよね、あの言い方も。はい、先にその話しようか。でですね。こういう状況なので、この方、調べましたが、特になんか怪しい方とかトランスヘイターではないようです。クラシカルロリータを愛しておられる活動家の方が、5月30日池袋でペットを救えスタンディングをやりますと、できれば AI 画像を使わないでほしかったんだけど、動物病院では注射器などの物品がナフサ不足により、深刻な状況ですということで、早速訴えを起こされるそうです。素晴らしいと思います。なので5月30日に池袋駅前、サンシャイン通り手前で、結構大規模なですね、スタンディングになるんじゃないかという話もありますので、参加できる人はぜひ、行ってみてください。はい。ということでですね、いやでも本当にな、だから医療の話は最後に来るべき話なんですけど、今5月22日ですよ。どういう風になってんのこれ。ねうちは先月箱で医療用プラスチックでできている注射器を確保させてもらいましたが、ストックが尽きて動物病院にも入荷しなくなったらうちの猫は助からないと思います。人のものすら足りないんです。動物医療は確実に後回しになります。その時が来たらどこに助けを求めればいいのですか？誰を恨めばいいのですか？怖いです、ずっとということでですね。漫画家のロタ先生ですけど、いやー、そりゃそうですよね。だって個人的に持ってたとしても、インさんの方がね、何も装備がないってだったらもうどうしようもないじゃないですか。だから医療資源だけは絶対に切らさないようにしなきゃいけないのに、もう切れてんのって5月22日ですよ。しつこいですけど。ドラさんコンカラスです。もう目詰まりといった手間、意地でも枯渇と言えないのかもしれないですけどね。もうどうでもいいよ。お前の意地はよっていう。で、他の方なんですけど、家猫3匹が腎臓病のために家で点滴をしております。3月から動物病院のドクターは心配してらっしゃいました。今まで 250cc のパックを処方してもらってたけど、先週は 500cc に急に変わりました。人間優先になるのは仕方ないですが、動物も十数年一緒にいるとかけがえのない家族です。当たり前ですよね。はい。なので、やっぱり人間にね、優先的に資源を回している、疑いがかなりあるようでして、いやー、信じられない。何考えてるんですか、この政府は。っていうか、何も考えてないの。こんな状況なのにっていう、ちょっと信じられない思いですね。モニさん、コンカラスです。初コメありがとうございます。うちの猫も糖尿病で毎日注射器を使っています。いつまで生かしてあげられるか不安ですということで、それは本当に心配ですね。ありがとうございます。コメントありがとうございます。いやー、もうつべこべ言わずにガソリン作るのやめろよって感じですね。はい。もうどうでもいいからよって。医療資源が最優先だろ、医療資源がよって。
そういうなんか基本的な、政治以前の部分をやっぱり理解できないのかなって思いますよね。その人首相やってダメだと思うんですけどね。なので早く辞任してください。厚労省が医療機関への医療用手袋配分をやっていますが、煩雑な手続きが必要であまり役に立ちません。あれ役に立ってないんだ。ダメじゃん。足りないのは手袋以外いっぱいありますよね。はい。いっぱいあると思うんですよね。原油のね、話もそうですね。ちょっと先にそっちの話するか。予定立てずにいろいろ、持ってきてはいる、ニュースソースを持ってきてはいるのでですね、その辺、ちょっと順番前後しますが、いろいろやっていこうと思います。はい、まず皆さんのね、大注目のカルビーの話をしますが、いやー、これもすごいよね。20日の日にですね、これ、以前から言ってたらしくて、明らかになったらしいっていう、一応朝日のスクープなんですけど、出せばできるんじゃん、こういうスクープと。ようやくね、朝日新聞も目覚めたのかという感じですが、カルビーの対応に改定、売名行為、中間製品まで含めナフサ充足強調、売名行為何言ってんのっていう、さすがに高市さん本人のセリフではありません。20日の党首討論で高市さんが言及していたナフサについてですが、皆さん知っての通りポテトチップスが黒白になります。25日からですね。はい。それについて、中道などは一応ちゃんとね、追及はしてくれたんですけれども、それに対して、官僚のですね、一方に接した官邸幹部が12日にだだっと発表されたじゃないですか。このカルビーポテトチップスが。で、発表された時に、売名行為であろうと強い言葉でインク不足を否定したって。売名行為売名行為って何って。カルビーが売名行為をする理由がどこにあるのこの状況下で。意味わからない。っていうか、なんでこんな認識歪んでんのって。いや、レッドによくいる、そういうすごい変な右翼的な思想の持ち主の方でしたら、よくある話なんですけど、こういう絶対売名ではないだろうっていうことを売名行為って言ってみたり、絶対左翼ではない人のことを左翼って言ってみたりとか、ですね、異様な、その現実認識をされる方が結構いらっしゃるわけですけど、すごいですね、それに匹敵してると思います。で、その後、カルビーから状況を聞き取った。これもね、ヒアリングという名の恫喝ではないかってずっと当時から指摘されてるわけですけど、政府関係者によると、やっぱりですね、総量としては必要な量があるとカルビー側になどとグダグダ言ったそうです。首相周辺はカルビーは過剰反応であり、報道されて他社も不安になると波及を懸念したが、カルビーは商品の安定供給のための対応ですのでと、方針を変えなかったそうです。カルビー立派だと思いますね。はい。いやー、ありえないな。ありえなさすぎる。売名行為って何っていうですね。はい。ちょっと軽い衝撃を受けました。いろいろね、私の予想を斜め下に回ってくる政権なんですけどね、また斜め下を行かれたなという感じです。サズデーさん、そうですね。ゲイトボールさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。政府から脅されてますよね。今やどれだけやばいかを示しててよくやったと思った。白黒なの怖いし、カルビーなりの警告の意思ではないかという噂は立ってますけどね。ただそれはあくまで噂だし、別にカルビーはね、反自民党ではないので、あまり陰謀的にね、うがちすぎるのは良くないと、カルビーの評判にとっても良くないと思うんで、普通にだってラフさが不足してるんだから、それは原材料節約するでしょっていう、それだけの話だと思うんですけど、異様な反応ですよね。なんでこんな反応すんのっていう。おかしくねこいつらっていう。はい。思いますけどね。カルビーほど有名な企業が今更なぜ売名行為をするのかね、全くその通りだ。あなたたちみたいに無名の人間じゃないんですよ。はい。いや、完全に大本営発表だし、本当ね、戦前の大日本帝国軍部の軍人さんってこんな感じだったんだろうなって思いますよね。賛政府的なこと言ったらね、貴様ら売名行為かって、この非国民目がみたいなことを言ってきたんでしょうね、きっとね。はい。
シンズさん、枝豆家庭レゴさん、コンカラスです。で、東洋が政権を牛耳っている。動物と人間間の線引きがあるなら、人間の同士でも線引きがあるに違いない。それはそうだと思いますよ。種差別、動物を差別するっていうことは、結果的に人間を差別するっていうことでもありますので、例えば私みたいなね、なんかね、反政府的な思想の人間であるとか、病気が重い人から、なんか切り捨てられていく可能性はありますよね。はい。もう嫌だよ、このせい。本当に。そうですね。カルビーに応援のメッセージあげたりするのはいいと思います。ただ、カルビーの製品を買ったところでね、買って応援って言ってる方は、善意でやってらっしゃるんで、別にいいことだとは思うんですけど、買ったところでナフサ不足解消されないんで、はい。やっぱり政権に文句を言うべきだと思います。はい。いや、もうちょっとなんかね、せめてなんて言うんですかね。ノンポリの人たちが好きなのはしょうがないかっていう感じで、だってポピュリスト政府じゃないですか。だからもうちょっと国民受けすることをなんかいろいろ出してくるんだろうなって想像してたんですけど、なんか全然そんな感じじゃないから逆にびっくりしますよね。なんでこんなことしてくんのってヤクザやないのこの人たちっていう。いやー、なんかすげえ感じ悪いんで、安倍さんにもね、感じ悪いですよね、みたいなフレーズが一時張り合いましたけれども、カルビーほどの企業になんかこんなことしてくんの意味がわからんですよね。はい。そう、インクの原料が入ってこないんでね、いくら、ポテチをたくさん買ってもですね、むしろインクが減るだけなんですよ。意味がないとは言わないですけど、はい。そうですね。やっぱり外国籍の人とかがね、優先されないのではないかという危惧が今からありますよね。はい。いやー、ほんとこの時代に大本営発表を見るのかよっていう話ですよね。一度値上げしたら下げるのは難しいので、できる限りの企業努力を天下のカルビーですらしなきゃいけないという現実から目を背けたいのか、本気で理解してないのか、どっちなのかというですね。はい。なので、ナフサ不足、いろんなところで影響が出ています。これに関してはですね、米袋までラベルレスになるそうです。ふるさと納税については、この機会にやめてもいいと思うんですけど、通常品、中身は変わりませんという感じで、訳あり製品がですね、もう早速こういうですね、千葉県のですね、町なんですけれども、出されているそうで、これに関してはなんかこれぐらいでいいとかで、なんか朝日新聞らしいひよった表現をしているんですけど、いやいやいや、これも大変な問題だよねってただの米袋やん、これってもはや商品の定をなしてないですよね。完全にラベルが消えて無洗米とかの説明が消えてしまっているので、はい。いや、なんか、米袋も全部こんな感じになるのかなと思うと、ほんと戦前戦中の雰囲気がどんどん漂ってくるなという気がしますね。はい。国籍のあるなしですでに線引きが行われてるし、次は非国民で線を引くでしょうね。はい。要するに民間に丸投げしてるから、どうやってもこうなるわけですよね。それカルビーだってこうするでしょっていう。企業の現実的な経営上の判断に売名とか言ってるような政府はどうしようもないわっていうですね。はい。他には、イトーヨーカドーが刺身の蓋をプラからラップにするそうです。焼き鳥はバラ売り販売に変更し、消費者が紙包装に入れる形式に変更。イトーヨーカドーがラップ、ファミリーマートがサンドイッチなどの包装を白黒に変更。イオンが、包装資材をプラス容量を抑えたものを導入する。東武ストアでも、精肉や鮮魚で別々で仕入れていた包装資材について一括仕入れを検討するそうです。はい。ご利用のチェーン店などがある方はご注意ください。いやー、もうどうにもならんな。ラベルレスを受け入れてしまうと贅沢は敵だまで5秒前じゃないでしょうか。いや、危ういですよね。だから、ああいうのがなんか、いいじゃん、こんなのも、みたいな感じで、1ヶ月ぐらいこれだって言うならわかりますけれども、これが永遠に続くかもしれないんですよ。戦中だろって贅沢は敵だって書いてあってもおかしくないですよね、このノリは。はい。ですね。そして、森永製菓、はい、安倍昭恵さんの実家ですね。どうなるんでしょうかという、安倍昭恵さんの実家も反日企業か、キャラメルハイソフトを一時休売するそうです。好きな方はですね、しばらく買えないと思いますので、ご注意ください。塩キャラメルなど一時的に休売すると、1969年発売の50年続く定番商品で、森永家って名家中の名家でですね、安倍昭恵さん森永家出身なわけですけど、
高市さん、さすがに森永は批判できないと思うから、森永の社長はもうちゃんと苦言呈してほしいですね。もう無理ですよ、高市さんって。あんた現実少し見た方がいいですよぐらいのこと言ってくんないかなと思います。はい。ダイソーなどの100均ってプラスチック製品ワンダーランドだけど、田中からになるのはね、いつも、それも怪しいですよね。まあ、中国から輸入してるだろうから、あれは完成品が来てるんだとは思いますけどね。いや、ほんとね、有権者がもっと文句言わないとダメですよね。いちご農家の方がプラパックから紙包装に変えるとか、それでコストが増えてカビが生えやすくなる。なるほど。そういう問題が起きるのか。はいはいはい。ですよね。で、皆さんお待ちかね、坂井野さんです。すいません。先にキャラメルの話とか聞きたかったんで、坂井野春彦先生ですが、防衛統計の4月速報が出ました。必要な量は確保されてませんと。昨日発表された防衛統計によりますと、原油は前年比マイナス 73.7% でしたと。ナフサは前年比 37.7% でした。ナフサは中東産はもうおよそ 80% 減と。アメリカ産が3倍以上になっても中東産減少全く賄えてないと。これのどこが確保されてるって言うんですかねと。まあ、トルエン、キシレンだけでも、前年比の 61% しかないそうなんですよ。ちょっとびっくりしますよね。だって、まあ、中東の原油が、まあ、オールストップしたのは、まあ、もうどうしようもない事実じゃないですか。それで、代替調達により6割ぐらい、まあ 60%、前年比 60% くらいの量を確保し、40% は備蓄放出で賄う。だから、C5、6と、まあ心配ないよというのが、まあ政府の説明だったわけなんですけど、だから、まあ生産実績で言ったら確かに前年 61.7% だから合ってるっちゃ合ってるんだけど、だってそれってだからその全部ごっちゃごちゃの数字ですよね。備蓄から生成したナフサとかトルエンとかキシレンとか全部ごっちゃごちゃの数字で 61% なんで、そもそも生産量が足りてねえじゃんっていうですね。だからオールで 100% になるだけ意味ないんですよ、ここの数字。なのにここがもう 61% になっちゃってるんで、いや話が違うじゃんっていうですね。はい。まあ人間は嘘をつきますが数字は嘘をつきませんということでですね。はい。まあこんなもんだろうなと思ってたんですけどね。思ったより悪かったですね。はい。前年比 100%、オールトータルで前年比 100% のはずではなかったんでしょうか。いや、ほんとこれひどいよね。だからこういう数字を最初から出せよっていう。だから政府は絶対知っててやってるんですよ。悪意がありますよね。はい。で、代替調達と国内需給について、まあ、さらに詳しいポストがあるんですけど、原油は6月まではなんとか調達の目処がついたと。まあ、原油ではね、ナフサとイコールではないので、で、これは事実だと。で、7月の調達調整はこれからであり、調達人生で見たこともないような天文学的な目ん玉が飛び出るような金額で仕入れてますと。これ現場の人のコメントです。ナフサは金を積めば買えないことはないが、中東産以外は倍以上の値段になっている。供給途絶は避けられないが先が見えません。欲しい中東産の重質のナフサ、まあ重質ってね、比較的石油の質が、まあ、重きっていうですね、日本に合ってるタイプのナフサっていうことなんですけど、これが調達できませんと。で、アメリカ産からも取れないわけではないが、量は従前に遠く及ばない。ちなみにアメリカの、ですね、油は軽質だというふうに言われてます。石油製品は入手困難であり、重油潤滑油は特に危ない。製油所の稼働率が約7割の状況であるため、生産得率の低い重質分が圧迫されている可能性は大である。重油は従来の2倍近い価格になっているものがある。入札が成立しない。供給保証ができない。はい。ほぼ全員が共通したコメント。政府の発信は信用できません。中東最高へまで地獄の調達環境ですと。はい。だからまあその道のプロフェッショナルの人たちがね、現場でちゃんと動いてくれてる人たちが政府の発信は信用できないっていう誰にも信用されとらんや。もう終わっているなという感じですけど、まあ素人魂を続けてるとこういうことになるわけですよね。はい。ナミさん、ここからですね、嘘つきは数字を誓うという名言も今や昔って、まあ嘘つきは数字を出さないですからね、最近はね、もはや数字出せや、数字を。はい。
前の職場の副代表なんて知人の生活保護の話をしたら誰でも簡単に受給できちゃうもんとか、実際はリドも落とされているのに福祉制度的にも贅沢は敵みたいな雰囲気がと。だから生活保護叩きも相変わらずありますけれども、だからこの状況だったらね、本当失業したりね、生活保護を受けなければいけない状況の人も増えると思うので、どうするんでしょうね。片山さつきさんはあなた何言ってたか知ってるよね、みんなっていう私が前に勤めたプラスチック工場ではダイソーの製品でも作ってました。メイドインジャパンですが、フィリピンからの技能実習生が作ってました。あ、なるほど、そうなんだ。ありがとうございます。すいません。よく知らなかったです。そっか、ダイソーってメイドインジャパンなんだ。でも技能実習生を働いてもらってるのもちょっとどうかと思いますよね。塗料メーカーも全然大丈夫ではないです。ちょっとそれからこの話しますが。いや、もっと早く裁量容器普及させてればね、またちょっと違いましたよね。政府って信頼できるもののはずだったのにってプロの人たちが全員政府の発信信用できないって、これ本当に異様な事態ですよね。何なんだこの政府ってまあ独裁国家とかなんかね、そういうまあ腐敗国家だとよくある話ではあるんですけど、政府が嘘ばっかりつくから、まあ民間の人たちはまあお金を稼いでしのいでいくためには、まあ、政府の言うことはできるだけ聞かないみたいなまあ政府系の発信は信用しませんみたいなですね。まあなんか日本もそういう国になってきましたね。いつホルムズ海峡は通れるんでしょうか政府の発信は信用できないのに謎の高支持率というですね。だから本当ね、今だに高市さんを支持してる人たちは目覚ましてほしいですね。だから雰囲気とか、国難っていう感じのノリで、まあ、今高市さんを支えなきゃいけないとか、まあ中道がひどいからとか、そういう動機で支持してる人がまあおそらく多いだろうって分析はされてるんですけど、大体っていうか政権交代可能な政党がないのは、それはね、中道なんとか連合が悪いので、それは、仕方がないと思いますけど、そうだけどもさ、って、今高市さん支持してる場合じゃないじゃん。リーダー変えなきゃダメだよっていう、はい、思いますけどね。いや、結局自民党さえ良ければいい、自分さえ良ければいい政権ですからね、ダメに決まってるだろうっていう。はい。外国人叩きをしても変わらないなら、反日企業と名指した人たちを叩くしかないというですね。まあ、全く無意味ですね。カルビーはそんな企業じゃないですからね。私が子供の頃は大人がやってることだから政府もみんな信頼できてちゃんとしてるだろうと思ってました。大人になって絶望しましたですよね。いや、私ももうちょっとなんか、政府って、なんだろうな。まあ、私だって、今はもうなんか、再建する気になれないんですけど、ゴジラファンなんでね、結構、皆さんに評判悪いシン・ゴジラっていう映画があるんですけど、結構面白かったんですよ。あれ、まあ、民主党政権の時代をモデルにしてて、まあ、官僚の人たちとかをやたら美化しているのでですね、左派の人とかでみんなシン・ゴジラ嫌いって言うんですけど、まあ私はだから、ああいうやっぱりまともな大人が、まあカンナお父さんはね、あんな感じ何の人だったんだろうなと思ってたんで、まあそれなりに信頼できる大人がいるんじゃないでしょうかって2015年ぐらいには思ってたんですけど、なんか10年経ったらね、みんな安倍晋三みたいなのになってしまったっていうなんでみたいな。はい。いや、本当は強い国家になれるどころかって話ですよね。でも、高市氏が辞めても次がほぼ小泉なんで、いや、小泉だったらもう本当変わらないからね、絶対あの二人ダメですよ。両方ともクビにしてほしいです。はい。かつての再エネとかエコが得意分野だった日本がそのままの路線で行ってたら、それはね、本当、イフ日本としてはね、全然ありだったと思うし、だから民主党の時に反原発の機運が高まったんだから、あれで全部原発捨ててればよかったんですよ。だから無理やりでも再エネを全導入してればですね、こんなことにはなってなかったので、まあ本当自民党が悪いですよね。はい。誰が原発推進してましたかって言ってみなさいっていう感じですね。原発はね、なんかまあ、それはね、エネルギー効率とかで言えば、それ火力とか石炭よりはあれかもしれないけど、結局、そのナフサ由来の製品とか、まあ、プラスチックとかいろんなもんが必要になるんで、だからダメなんですよやっぱり太陽エネルギーとかでないとね、自立してないので、はい。原発は古い技術なのでもうダメだと思います。
一ノ瀬さん、コンカラスです。シンゴジラ私も好きですっていうね、当時はね、あれ通じたんですよね。民主党政権の記憶がみんなあったから、まあ、今安倍さんだけど、まあ政府にもこういう人間はいるだろうぐらいの、ね、信用度はあったんだけど、もうなんか見てられないだろうなって感じですよね。あんな人いねえわっていう。停戦して機雷掃海してってホルムズ海峡の物流が以前のようになるまで何年かかるんでしょうか。自民党ポスター日本列島を強く豊かにって、政府のお役所仕草をネタにしてた印象で、映画自体のまあお話としては面白かったですよね。ケイドさん、コンカラスです。原発も効率がいいわ。結局ウランも輸入依存だから円が毀損されればリスクがある。そう、その通りですね。ありがとうございます。そう、日本にこそね、ほんと再エネが必要だったはずなんですけど、で、ホルムズ海峡の話しますか。今本当に大変な状況です。ホルムズ海峡の開放を急ぎ、船員の命を守れと、食料不足など苦境ということで、いや、この社説もっと早く出してよって感じなんですけど、まあ、朝日なんですが、皆さん知っての通り、もう死者が出てます。日本のね、方ではなかったですけれども、だからなんだっていう話ですよね。で、世界の石油と液化天然ガスの供給量の2割が通るホルムズ海峡なんですけど、1500隻2万人の船員の方々があの海峡に取り残されてます。だから、まあ、さすがにね、イランが意図的にやってるとはあんまり思いたくないのですが、まあ、アメリカとイランのせいであることはね、事実だと思います。だって結局、その、戦争を続けてるもんだから、まあ、ドローンやミサイルをですね、バンバン飛び交うような状況なわけで、とてもじゃないけど怖くて逃げられないという。出光丸はね、無理やり出ていきましたけれども、あれもまあ、イラン政府と交渉して、なんとか行ったというような話でして、まあ、本当だったら、日本が率先して、なんとかして、船だけは通してくれないかと、このままじゃね、みんな死んでしまうっていうことを、イランとね、アメリカの両方に言わなければならないはずなんですけれども、何をしてるんでしょうね。はい。はい。日本の事業者が運航するなど日本関係船舶40隻が湾内に取り残されています。日本も各国と協調し、人道危機ともいえる事態の解消に一刻も早く取り組むべきです。はい。だからもうトランプはもうどうでもいいとか言い出してんだから、イランさえ説得すればなんとかなると思うんですよね。だからそれをできるのって日本とかパキスタンとか限られた国しかないんだから、だから米国とイランの両方に関係がなきゃダメなわけじゃないですか。なんでやらねえの今すぐやれよって思うんですけどね。はい。かごめほのりさん、初コメありがとうございます。今回ラスです来ていただいてありがとうございます。ですね。どうめきりょうさん、アクエリアシャツさんも今回ラスです。来ていただいてありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。ですね。今日は買っていたスイングルトラマンのブルーレイを特典映像を含めて見てた。小賀茂明さんがラジオで中国は石炭を油化して化学製品を作ったり太陽光発電蓄電池で再エネが充実していると言って、自民党政権ではもう無理。まあ完全に中国にやられましたね。まあ向こうは再エネ進んでますからね。はい。原発事故後に福島から避難してきた人に国の情報は信用できないと言いながら息子さん福島に残してきちゃったり知り合いに桃を売ったりしていたと。政府の言い方を借りれば目詰まり、ただし政府と認識が違って供給が起こしているようだから、破滅直前までナフサはありますと時間の空費をするつもりでしょう。いやでもそうだったら船員さんが死んじゃうんですよ。もうやめてくださいよっていう話だし、だから動物病院、最初に言いましたけれども、もう動物病院の点滴が足りないので、点滴注射が足りないので、いやー、なんとかしないと本当に、まずいですよ。はい。こんな時にですね、お子様ランチの話しますか。全員の人たちは本当大変な状況なんですよね。本当に今こそ日本が世界の真ん中で咲き誇る局面だったはずなのに、先人が築き上げた遺産を自ら捨てている。いつまで中国をバカにできるのだろう。とっくり追い越されているのに認められないのは植民地主義的っていうか差別ですよね。中国人の人舐めすぎでしょ。もうとっくに追い越されてね、ペンペングさんも生えないぐらいやられてんのに、なんで、そんな感じなんですかね。はい。
でですね、塗装工事業の話ちょっと先にしますけど、塗装工事業の人たちの人況も深刻です。7月の塗装工事業の倒産は48件、前年同期から 26% 増加してしまいました。これはバブル経済の1989年以降では過去4番目の高水準であり、資材価格の高騰、ナフサの品薄、人手不足などで倒産が急増しています。報道特集とか見た方はわかるかと思いますけれども、シンナーの不足ですとかですね、塗装の塗料の不足で直接的に大きなダメージを受けているのは中小の塗装工事業の人たちです。はい、当たり前の話なんですけどね。で、政府は在庫は4ヶ月分あると言いました。中身は原油でした。はい、これはちゃんと知っておいてくださいと。4月14日、経産省は会見でこう発表しました。日本全体としてナフサは供給量確保できていると。ニュースでも同じことが流れました。堺野市はただ政府が2ヶ月分とある主張するナフサも原油の状態であり、ナフサに生成しないものを含んでいると。冷蔵庫に肉が4ヶ月分あると言っているけど、開けてみたら半分はこれからさばく牛が牧場にいるという状態であったと。これ、坂野さんの説明とかはね、報道特集とかいろんなところでも流れたので、知ってる方多いと思うんですけど、要は原油だから、ナフサをすぐに生成できるわけではない。そして国内のすぐ使えるナフサ在庫は2026年の1月時点で 0.45 ヶ月分しかなかったと。4ヶ月どころか半月もなかった。で、把握もできない。実情がどれぐらいですね、川中在庫と言われる、中間製品がどれぐらいあるかっていうのもよく分かってない。でも把握できてないのにあるみたいなことをずーっと言ってたわけですね。で、生成会社、石油メーカー、商社の在庫を全部足した4ヶ月という数字を、プロパガンダしていたけれども、もうバレているので、はい、ついに政府のことをみんな誰も信用しなくなったということですね。で、実際何をしてらっしゃるかっていうと、塗装業界は今マジでやばい状況になってます。政府はナフサ4ヶ月分が確保できているとほざいていますが、実際は契約の見込み量とか原油のままのが大部分で 0.5 ヶ月分ぐらいしかない。これは1月の数字なんで今はもっとひどくなってる可能性もありますが、シンナーも硬化剤も週2回注文しても半分しか入らない状態が続いており、後期遅れや週休4日が普通になってきているのに、まだ総量で大丈夫とごまかしている感じ。もう総量の基準論ではなく品目別でちゃんと実在庫と出荷見込みを毎月公表していただきたいです。元請け28年の現場監督のこの北野さんという方が、さっきのコメントしてるんですけど、これは本気の声だと思いますということで、だから普段絶対政治とかしかも政府批判とかしなさそうなこういうねリフォーム40億兆コンサルでございますみたいな属性の方がですね、バズを狙ってることかもしれないけど、本気で政府批判を始めてるので、ですね日経新聞が本気で怒った時もそうでしたけれども、こういう人たちがやっぱり言い出すっていうのは本当にやばいっていうことですから、はい、現実を見てくださいっていう思いますね。ですね、脱アニオといっても欧米に媚びを打っただけでアジアからもヨーロッパからも見放された。農協検定という資格検定にも原発はエコなエネルギーかという問題が出てました。結局エコじゃないですからね。全然エコじゃない。一部のエコ活動家の人もなんか騙されてる人いるけれども、未だに原発は効率が悪いです。多分高齢の職人さんが廃業したのかな。建設業は高齢者で持っているのに。いや、そうでしょうね。多分借金背負いたくないから、その前に廃業しちゃった人がいるんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからこれだけの数字になってると。そうそう。ね、電力会社は営業したいなら不正するんじゃない。週4日労業じゃなくて、そう、週4日休業みたいな感じになってるんですよ。はい。だから土日と、例えば月金休みで火水木のみ稼働3日間ですよね。だからそれじゃあ商売にならないっすよね。1日あたりの単価で計算されてたら、皆さん想像つくと思いますけれども、だから有給休暇みたいなものではないですから当たり前ですけど、なんか他の会社にサラリーをもらって営業してる方じゃなくて、おそらく自営のでやってる方なので、当然ながら日当ですよね。日当って日当てって言っちゃった。日当でおそらく商売してらっしゃる方々なのに、だから月が4週間だとしたら8日間休まなきゃいけないわけじゃないですか。単純計算で。もうやってられないですよね。売り上げ立たないでしょう。はい。
それは倒産したりね、廃業を考える人もいれるだろうし、まあ他にアルバイトしたりとかね、そういった状況になっちゃうだろうと思います。まあ実際どうやってるのかわからないですけどもね。そしてですね、ちょっと久々に登場した純ちゃんさんなんですけど、純ちゃんさん、まあ、言ってること、まあ、いろいろね、問題あることも言ってるので、あれなんですけど、彼がすごいと私思ってるのは、何が優れてるかっていうと、やっぱり経済の解説センスはすごいと思うんですよね、この方。いや、なんか私みたいなのが偉そうに批評するあれじゃないんですけど、で、非常にわかりやすいので、まあ、ぜひ見てください。後で動画リンク集作りますが、高市政権の言う流通の目詰まりが起きている理由が分かりましたということで、これなんで、要はこのですね、おそらく、まあ、AI とかで資料を作ってるのか、もともと経産省の資料がこれは、紹介しながらですね、なんか解説してくださってるんですけど、まあ、政府は目詰まりって言って、要は商社とかシンナーメーカーのところでちょっと小さいですけれども、真ん中がね、メーカーさんのあたりなんですよ。のあたりで、供給が止まってるだろみたいなことをね、目詰まりを解消しろみたいなことをなんか、ドヤ顔で言っているんですけども、おそらく、純ちゃん氏の分析だと、卸小売りのところで一番止まってるだろうと。なぜかというと、逆ザヤが発生してるからなんですね。今、シンナーのメーカーさんってどこもとんでもない金額の値上げをしてて、値段が 1.5 倍でだったりとか 70% 値上げみたいなのがまあ平然と行われてるんですよ。例えばシンナー業界だと。そんな状況になってたら、卸小売さんって原価で仕入れたものを今まで通りの値段で売ってたら、もう 100% 逆ザヤになるから、やってらんないわけですよね。で、いきなり価格転嫁したら、もう売れないわけじゃないですか。他の、企業さんとのね、絡みとかも関係もあるから。なので、卸小売の段階で、まあ、一旦ストックして、少しずつですね、塗装事業者さん、先ほどね、倒産の目に合わないように、塗装事業者さんに少しずつ売りながら、自分のね、シンナーの、金額をいくらで売るかっていうところを、まあ、計算しながらですね、倒産しないように頑張ってるんじゃないかという。だからその状況で自分にストックがあるからといって全開放しろみたいなことは言えないわけですよね。なぜかというと原油が確保できてないからです。当たり前ですよね。もともと根本にある政府への信頼っていうところが破壊されてるから原油供給がですね今後も続くかどうかっていうところ自体も持続可能性自体が怪しいわけじゃないですか。だからそんな状況で売れるわけないですよねその宝の在庫ね、そんなことしたらねみんな死んでしまうでしょっていう話で、だから経済合理性に従ったまあ資本主義のジレンマじゃないですけど、経済合理性に従った行動をみんなが取っているのになぜかというか、まあ考えれば当然目詰まりと呼ばれる現象が起きて、流通が起きないとで末端の塗装業者さんが次々潰れていくという、まあ、悪循環が起きているのではないかというところですね。でもこの分析が私は一番正しいんじゃないかと思います。まあというか経産省の人たちだってこれぐらいのこと分かってるはずだから、なんでね政権に忖度してこういうなんかね全然目詰まりでは起きていますが解消されつつありますみたいな資料を自慢げに作ってるんですけど、もう本当誰のために何のために仕事をしてるのか考えてほしいなと思いますよねはい。思い出しましたが、毎日勤めてたプラスチック工場では国産の材料はどれぐらい使ってたかは分かりません。マレーシア、UAE、韓国とかいろんな国の文字が並んでましたと。まあ、なるほど。まあだから今も、だから世界中からそもそも原料を取り合っている状況なわけじゃないですか。で、その状況下でしかも、シンナーの値段が来月とか来週いくらになるかわからない。70% 金額がアップするかもしれないみたいな状況下なわけですよ。それで売れますか無理でしょ。自分の会社が倒産するかもしれないんだから、そんな大胆な行動に出られる人はいません。はい。ですね。全ては政府が信用できないというところからまあ始まってますからね。政府が何もしてくれないから、そう自己防衛で自分の身を守るためにそういう判断をしているということですね。
で、きちんと数字を出さずに目詰まりみたいなこと言ってて、どこでまでも多席な政府じゃ信用できないんですよね。そう。だから、純ちゃんさんが紹介してくれてるから、私も一応あれ読んだんですけど、なんか、政府はだから、なんか、先ほども言った、坂井野さんと同じごまかしをまたこっちの、なんか、資料集でもやってて、川中在庫とか、要は製品化したものとか、原油とか全部混ぜこぜにした数字をですね、足りてるだろ、これっていうね、生産量が、供給量がですね、需要量を上回っているみたいな説明をしてるんですけども、インチキもいいとこですよね。それは足りてるだろっていう。だからそういうことをな、だから政府がやりだしたら終わってるだろうっていう感じなんですけど、まあ例えばこの一例としては、大企業の日本ペイントさんが、まあとんでもない金額の値上げに、この前ですね、5月かな、17日かなのプレスリリースで、一気に 20% とか 30% とか値上げするみたいな話も出ているわけですけれども、まあそんな状況下なのにね、商売できるわけないですよね。だからインフレとかインフレーションとか、急激なインフレーションとかデフレーションが起きていると経済がまともに循環しなくなるっていうところを純ちゃんさん説明してくださってます。農業検定は4択でどのエネルギーが自然エネルギーかという問題で、この中に原発が含まれてたかもしれません。みんなそれを便乗値上げだと言って叩いてる。そう、そこなんですよ。だから便乗値上げじゃないでしょ。診断メーカーさんとか確かにすごく卸売とか値上げしてるかもしれない。値上げしてるかもしれませんけれども、便乗値上げをして稼いでやるぜ、ゲヘヘみたいなことは誰も考えてないんですよ。むしろ、これを1万円元々の値段で売ってしまったら私は死ぬかもしれないっていう状況なわけですよ。だからその気持ちをやっぱり理解できないっていうのは、まあ経済センスが完全に欠けているとしか言いようがないですよね。ね、高市さんってなんか商売とかしたことないのかな、まあないんだろうけど、なんでわかんないんだろうな、右翼の人なのになーってね、オリベの人とかそういうの普通にわかると思うんですけどね。よくわからないです、私は。イランに頭下げてアメリカ様の機嫌を損ねようが、それを行動を拒否るのも時間の問題だろうけども、いや、日本政府に限って言うなら自業自得なんだけど、だからメーカーの人たち罪ないから、罪ないっていうか、まあ自民党支持したかもしんないけど、それだけでね、こんな目に遭わされるきりないので、はい。だからやっぱり何らかの救済措置必要だと思います。そう、今まで散々そう工場をバカにして工場を削ってたところのやっぱり付けがここに来てますよね。はい。ということでですね、まあみんな自己防衛しなきゃいけないという、ような感じなんですけど、自己防衛しろと言い出した人たちがいたので、ちょっと最後に紹介しますが、皆さんの備えはどうですか？昔は味噌や漬物などの保存食や薪を余分に備えるなどして工夫していました。今は必要なものがあればコンビニですぐに買える便利な時代ですね。普段の生活の中でも必要なものや好きな食べ物などを少し多めに備えておくだけでも、それは立派な災害時の備えになります。お前が言うんかいお前が言うんかいいや、確かに災害対策課なんだけども高市さんを逮捕しろよお前の敵は永田町にいるよって言いたいんですけど、ダメですか？そういうこと言ったら。ね、もう。だから、警察がこういうこと言ってなんか自己防衛に努めましょうみたいなの言うのおかしくないですか？我々を守らないのって手に持てるのは小さな荷物だけで避難しろみたいなことを言われてますが、どうしたらいいんでしょうかみたいな、コメントもついてるんですけど、まあ炎上してますね。はい。ということでですね、まあ警視庁もですね、政府に突めされればいいんじゃないかと思います。はい。やっぱつれわさんコカラスです。足らぬは工夫が足りぬという。なぜ救済してくれないのか。高市さんやっぱそうですね。タレント出身だからやっぱり働いたことないのから。いや、それがね、悪いとは言わないですよ。すいません。ちょっと言葉が悪かったかもしんないけど。とは言わないけど、それだったらやっぱり少し勉強してほしいですよね。わからないんだから。政府の本音大イベントーク今言うことかよ高市政権に忖度したら人権は生命は危険にさらされるのは省庁の官僚や職員も一緒なのにね。路上で7人で焼き魚してを許せまた都合よく昔を引っ張り出してますね。はい。ヒーポ君自治区のすすめ、あとあまりに文面がおかしい。私は強いものの味方だって
まあ強い者の味方だの警察の話しますか。ですね。この警視総監の下では働けぬ法廷で証言の警部補決意の退職ということで、なんか毎日新聞がすげえスクープを出したんですけど、こんなジャーナリスト毎日にまだいたんだみたいな。いや、ちょっと失礼だけどなんかすごい方がいるんですけど、警視庁公安部による冤罪大河原加工機事件について、現職警察官として法廷で異例の捜査批判をした警部補の男性がこの春、警視庁を自ら退職しましたと。だからずっとこの人、警部補に取材してたらしいんですね。毎日のこの遠藤記者なんですけど、退職後、毎日新聞の取材に応じ、証言や退職に至る過程を明かしたと。元警部補は警察を信じられないと思うかもしれないが、多くの現場警察官はきちんと仕事をしている。そこは理解してほしい。あくまでも、クソなのは、警視庁公安部であると。だからもともと公安部の外事一課に所属してた人でして、まあエリート中のエリートだったと思うんですけれども、まあこの前ですね、途中退職したと。まあなぜかというと、大河原加工機事件が原因で、証人尋問で立件の理由を問われ、組織としては立件した理由はない、日本の安全を考える上でも全くない、決定権を持っている人の欲にまみれている、そうとしか考えられないと。まあこういうことをね、証人喚問で言ってくださった人らしいんですけど、私も全然知らなかったんですけど、まあこれに対して、警視庁はまあ公益通報にまともに取り合わず、法廷での男性の証言も壮大な虚構であると切り捨てている。壮大な虚構って何っていう、まあ感じなんですけど、まあこういったね、警察の腐敗ぶりに腹を立てながらもいろいろ頑張っていたんですけれども、まあ有料部分ではその後警察の内部でも新たに大河原加工機事件に対する報告書が出されたんだけど、その時も壮大な虚構みたいなねクソ発言はちゃんと訂正されてなかったっていうことで、まあ警察はダメだもうってこいつらはもうダメだという感じで退職なさったそうです。はい、読める方はぜひ読んでください。そう、元公安の人ですね。いや、ほんと暴力装置なら暴力装置なりのやっぱ誇りとか、だからちゃんとやるべきことってあるじゃないですか。多分こういう正義感に溢れてる人もね、中にはいると思うんですよ。でもそういう人に限って、こう追い出されるわけですよね、組織を。それ腐るわなっていう。紅林麻生かよ。高市は30年以上国会議員をやってるわけで、そうですね。タレントだからっていうのは言い訳にはならないですよね。だから経済のことちゃんと勉強してくださいという話なので。はい、ちょっと辛いあれですが、ちょっと動画を流したいと思います。皆さん元気ですか？じいじはあんまり元気ないけど頑張ってるよ。大河原加工機の元顧問相島静夫さん。2020年、会社の社長らとともに不正輸出の疑いで警視庁公安部に逮捕されました。翌年、起訴を取り消されましたが、相島さんが生きてこの無実の知らせを聞くことはありませんでした。勾留中に見つかった胃がんが原因で起訴が取り消される前に亡くなったのです。みんなに会いたいね。みんなに会いたいです。もういい。逮捕されなければもっと早くその体調の異変に気づいて、で普通の病院で検査を受けてもっと早くがんの治療ができてたんだと思うんです。東京地裁はすでに相島さんらへの捜査が違法なものだったとして都と国に賠償を命じていますが、遺族は死亡についても東京拘置所側が適切な医療を受けさせなかったなどとして国に賠償を求める訴えを起こしました。その判決で今日東京地裁は、拘置所の医師に違法な行為があったとは言えない。判決では軽度の貧血があり胃痛を訴えた相島さんに対し、拘置所の医師が直ちに内視鏡検査を実施しなかったことについて、至急対応すべき所見や申し出がなければ薬を処方して経過観察するというのが一般的な医療措置だなどと指摘し、遺族側の訴えを退けました。父がこの拘置所の中で特にがんが分かってから受けた苦しみっていうものに対して
裁判所が十分に、理解してもらえなかったっていうことなんだと思いますんで、遺族側は控訴を検討しています。はい。まあこれ本当不当判決なんですけど、2年前のちょっとニュースですね。24年の3月21日に、岡原加工機事件が判明した後ですね、勾留中にがんが見つかり亡くなってしまった、相島さんのですね、ご遺族の方が訴えを起こしたんですけど、その結果としては敗訴ということになってしまいました。でしかしですね、ご遺族の方はまだもちろんですが納得してません。先日4月6日に、岡原加工機顧問の遺族国を提訴ということで、やはり裁判官の勾留判断は違法であったということでですね、保釈要求を退けた裁判官の判断自体が間違ってただろうということで、改めて国に1億6800万円の賠償を求め東京地裁に提訴をされたそうです。今度こそですね、正義が果たされてほしいなと思います。判断に関わった37人の裁判官は否認するほど身柄拘束が長引くいわゆる人質司法問題を追認したということで、そこも重大な罪ですよね。で、軍事転用可能な装置を無許可で届け出したなどのね、虚偽の主張をして、大河原さんをですね、貶めたわけですが、それに対しても何の反省もせず、スパイ防止法がどうとかこうとか言っているわけですよね。で、こんなやつらに捜査されたくないですよね、はっきり言って。何するか分かんないじゃないですか。こういう正義感ある人も中にはいたけどやめちゃったし、で反省もしてないし、でこういうことしても国は控訴を退けちゃうしっていう、これに強大な権限を持たせて国家情報局とか運用させる気だろっていう、ちょっと信じられないなと思いますよね。はい。岡原さんが狙われたのね、いろいろ理由があったと思うんですけど、ごめんなさい、ちゃんとまとめてこなかったですね。長いものに巻かれすぎてひどいことになった歴史をいつから教訓にできるんでしょう。ノルマ制を廃止しろっていう。いや、ほんとね、まずノルマ制を廃止しろよですよね。だからただね、動機というか狙われた理由はともかく、その大河原さんを狙ったのは明らかに欲だったと。それはこちらのですね、元警部補の方が証言されてます。だからこんなね捜査推進をしてもおかしいだろうと、有料部分にははっきり書いてあるんですけれども、人の安全を考える、べきところで完全を考えてないし、そもそもですね警察の人たちが手柄欲しさにでっち上げた事件だということを最初から確信していたと。でたらめな捜査で立件されることは絶対にありえないと、いうことで、内部通報をしたそうです。で外事一課が捜査のターゲットにしたのが大河原加工機さんが製造して中国や韓国に輸出していた噴霧乾燥機というもので、粉ミルクやインスタントコーヒーの粉末を作るための装置ですが、生物兵器の製造に転用可能だと、イチャモンをつけたわけですね。はい。だけど独自本当はですね国際ルールにちゃんと従った企画であったにもかかわらず、独自の法令解釈を作り上げ、輸出規制法令に違反していると、スパイであるみたいなことを決めつけたんですけれどもだから男性は警部補の方はですねそんな逮捕はね不当に決まってんだろ、何言ってんだって言って、内部通報したけどうまくいかなかったという話みたいですね。はい。なので中国にやっぱ物を輸出してたというところが、ターゲットにされちゃった理由なのかなと思います。でも全く納得できないですよね。一つも納得する要素がない。だから中国と取引してたらそうされるってことっていうですねもう意味がわからんですよね、恐ろしすぎて。はい。医者がねどこまで知ってたのかは正直わからないところはあると思うんですけど、入管でもねウィシュマサンダマリさんっていう方が亡くなった時に医者が酒飲んでたとか、そういう証言がいろいろあって、実際に飲酒酩酊して勤めてた事実がいくつか見られたらしいんですけど、それも入管は曖昧にして終わらせたので、腐った組織がやることは似てるなという気はしましたね。いや本当大日本帝国ですよね。はい。政権が中国を異様に敵視している傾向があるのはそうですね、間違いなく、背景にあると思います。だから中国相手で手柄を立てたいっていうのはあったでしょうね。
はい。そう、普段からね、自分たちはデュアルユースなんちゃらこんちゃらみたいなね、プーチンみたいなこと言ってるくせにね、何言ってんでしょうね、こいつらはっていう。いや、ほんと上層部を攻めて全特会しないとね、検察と入管はまともにならないと思いますよ。はい。はい。ずっと言ってますけれども。はい。そして今ですね、立花隆さんという名前が出たので、ちょっとこれを取り上げます。吐き気を催す邪悪、内部通報潰しといえば、はい、斉藤知事の改革を支援したい兵庫の元副知事片山さんが、来週県議選に出馬されるそうです。マジで言ってんのっていや、ちょっと耳を疑ったんですけど、だから片山って逃げたって言われてたじゃないですか。で、責任取りたくないから、この人、雲隠れして、ずっとね、もう、政治家も辞めて隠居したっていうふうに言われていたんですけれども、片山康隆65歳が、来週の兵庫県知事選より高砂選挙区から無所属で立候補する意向を固めた。しかも無所属で出ると。生まれてからずっと暮らしてきた高砂の発展のために副知事の経験を生かし、斉藤知事を支えていきたいというですね。すごいな。ある意味忠誠心があるのかもしれないですけど、すごいですね。斉藤があんな状態なのに、まだそんな感じなんだ、この人っていう。この2年間何やってたのって思うんですが、いや、とっくになんかね、他の県外とかに逃れてたのかなと私思ってたんですけれども、全然そんな感じじゃなかったみたいですね。はい。ということで落選してほしいと思います。落選してほしいと思うけどさ、まだ立花隆の罪罪状だってちゃんと明らかになっていないのに、片山さんが出馬するってどういうことなんですかね。ほんと意味わからないよ、この腐敗国家。はい。古賀茂明が現在の経産省は中国が攻めてくるという陰謀論に染まってると言ってました。言ってましたね、古賀さん。古賀さんはちょっと大げさに言ってるところはあると思うんですけど、でもね、全然ありえない話じゃないですよ。大河原加工機事件を見てると事実なんだろうなという気がしちゃいますよね。はい。定数1の選挙区で嫌がらせでしかないだろう。相手は一応自民党らしいんですけど、嫌がらせですよね。結局自民党が、ですね、いろいろあったじゃないですか。だから反斉藤元彦だから、結局片山さんっていうことなんでしょうけれども、いやー、ほんと意味がわからんな。別に君に使い続けることは名誉でもなんでもないぞって、支えて利益ありますのって、兵庫県政も完全にたかが外れてますよね。はい。いやー、もう本当にやめてほしいですね。なんかこんな調子でね、斉藤さんの事件が忘れ去られてしまったらもう嫌なので、これからもことあるごとにこすっていきたいとは思うのですが、でもなんかね、新しいことがないし、ずーっとこの調子でなんか疑惑を交わし続けているから、なんかこのままね、風化しちゃうのではないかっていう怖さはありますよね。はい。ということで、斉藤事件は全く終わっていません。名古屋入管の新美氏は非常勤で、自分には点滴を受けさせる権限がないとほざいていました。自分の点滴の指示を受けてなくても、誰か他の人がするだろうと思ってたと主張していました。入管全体が無責任です。なるほど、そういうこと言ってたんですね。ありがとうございます。補足ありがとうございます。風化スピードがすごい。こういうところを見るに元彦の手下なんじゃなくて虎の意を狩る狐なんだろうなというですね。もう一度不信にしよう。はい。ということで、ちょっと閲覧注意です。写真は出さないですが、最後にですね、大阪といえばですね、この話も取り上げておかねばなると思って、ちょっと取り上げますが、ちょっと失礼します。ちょっとすいません。ちょっと喉詰まっちゃいました。申し訳ないです。
ですね、無理しない感じで行っていきたいと思いますが、ですね、皆さんも、季節の変わり目で急に暑くなったりしてるので、体調にはお気をつけください。と言いつつ、ちょっと気分の悪くなるニュースなんですけど、デイリー新潮で、新規の記事が公開されました。北川、玲のですね、性暴力加害の被告が、元検事正が逮捕された後、一部の検察 OB が、現役検事も含めた検察の関係者に北川に対するカンパを募っていたと。元検事の田中弁護士の証言によると、ある検察 OB から北川が逮捕されたのでカンパをしてもらえないかと電話があり断りました。はい。税金で働く、現役検事 OB 検事らが性犯罪者である北川にカンパしていた。検察のブランド力を回復させたいあまり、検事正だった北川がそこまで悪いことをするはずがないと言い続けながら、世論をなびくのではないかみたいなことをですね。もういい加減にしろよって大阪検察はもう一掃しないとダメなんじゃないかと思いますよね。だから女性検事さんがその北川のですね、そういった被告のですね、罪状を訴えてから、だから結局辞めざるを得なくなって、いじめられたりとかですね、誹謗中傷されたりしたわけじゃないですか。で、それにとどまらず、北川に対する、カンパを募る一部の警察 OB が存在したというですね。もう組織がなんか頭から腐りきってますよね、これは。だから本当、北川の周りにいた連中とか、全員辞めてもらわないと、これもね、組織改革できないんじゃないかなという気がいたします。はい。いやー、ほんと検察と警察がこんな感じだとな、どうにもならないっすね。そりゃね、自民党も使わられえわって感じだと思います。裸川忠則さんの著書でも経産省は日本すごい押し出した粗末の政策立案を何本も作って、言ってましたね。はい。そういうとこから繋がってるんでしょうね。良きサマリア法人の法さえあれば多少は改善するだろうし、やはり日本の出る杭は叩く精神を破壊しましょう。暇空なんかにカンパするようなことか。もうダメだ、この国。行政機関がメンツを気にするってフィクションの中だけの設定だと思ってたんですが、性犯罪で暴いというレベルではなく積極的に推進してるっていうですね。いや、信じられないっすよね。本当の話なのか、これはっていう。このね、光さん事件は全てにおいてもそういう感じですけれども、具合悪くなる人とかいると思うんで申し訳ないです。なんですけれどもですね。ただ今後もね、やっぱり追っていかなきゃならないなとは思いますし、いや、本当この検察腐敗をなんとかしないとね、どうしようもないですよね。結局、法律を守る立場の人たちがこんな調子なわけだから、それはね、悪がはびこる世の中になりますよね。はい。そもそも被害者を守れなくて何が守れるんだとか。いや、ほんとね、だから、今回の被害者だったね、光さんって、元検事の方も、すごい正義感が強くて、被害者を守るために、検事になったという、信念だったんですけども、自分が被害者になると、ね、まさかのっていうかですね、だから、検事仲間から守ってもらえないっていう風な状況に陥ってしまったんですよね。はい。本当検察の存在意義が揺らいでますよね。だからこんなことするんだったら検察いらないんじゃないかっていう、本当ね、こんな、だから、伊藤詩織さんの事件も全くそうでしたけれどもね、ああいう性犯罪者みたいなのを許すんだったら警察もいらねえよっていう感じですよね。本当に性暴力被害者にとって最後の砦が検察なのにね、信じられないなと思います。はい。そしてですね、そんな状況ではありますけれども、日本政府はですね、きちんとその法整備をですね、いろんなところでしてくれると、せめて期待したいじゃないですか、皆さん。いやー、なんですけど、その話をちょっとするかなと思いますが、お子様ランチの旗は対象外、自民党 PT、国旗損壊罪の骨子案了承。日本国旗を損壊するなどした場合に処罰する国旗損壊罪創設について、
諦めてくれたのかなと思ったんですけど、自民党プロジェクトチームは諦めていなかったらしく、22日の会合で一部修正した法案骨子案を大筋で了承したそうです。処罰対象となる国旗は一般に布、紙などで作り、主に竿に捧げて標識装飾するもので、実生活に用いるものであり、アニメや生成 AI は無罪です。よかったですねと。よくねえよ。何を考えてんだよ。お子様ランチの旗や絵画の一部として描かれた旗は含まないそうです。温情ですね。なんでしょうね。まあお子様ランチの旗だったら損壊しても構わないということで、まあ積極的に反対正派の人たちは使っていこうという感じなんですけど、いやー、何考えてんの？だからこれだけ検察と警察の信頼が揺らいでいて、でスパイ防止法とかもまあ国民、まあだから高市さんが意味軸も言っていたように国民的議論になってるわけじゃないですか。本当にこんな連中に任せて大丈夫なのかっていう。だからその政府とかで警察に対する信頼がめちゃくちゃ揺らいでる時にですね、国旗損壊罪みたいなのを真面目に検討して大子沢ランチの旗は対象外だみたいなことを言っている。何なんだよお前らはよっていう。くだらない、あまりにくだらなくて情けなくて泣けてきます。今ですらうちらの命よりも国家の方が大事みたいなことを言ってるのに、憲法を改悪したらどうなっちゃうんでしょうか。本当に怖いですということで、まあ当然だと思います。いや本当ね、自民党に殺されるってこれずっと昔からあるハッシュタグなんですけど、だからね、いつも右翼の人たちは大げさだとか自民党への誹謗中傷だと言い張って続けてたんですけども、もはやね現実の問題ですよね。はい。また虚構新聞が現実に敗北した。何がしたいんだよ。警察は性暴力にずっとまともに対応してこなかったっていう風にね、ブラックボックスダイアリーズでも書かれてましたからね、まさにその通りだったということですよね。何の話かと思ったらこれか。しょうもな、こんなことやっとる場合か。超エリートであろう人たちがこんなアホなことを議論しているのかと思うと笑えない。こんなのすぐに拡大適用されて表現の自由もなくなるでしょうと。セックスワーカーを差別するし、なんこのセリフ。リリパンニャサコカラスです。呆れております。検事もそうだけど、芸能人やスポーツ選手も性犯罪やって問題なく活躍してるし、同業者からはむしろ箔がついたぐらいに思われてそう。いや、本当にね、なんで許されるんでしょうね。あまりにもポンコツすぎて悲しくなってくる。で、なんでこんなに国旗損壊罪を推してるのかっていう話なんですけど、結局高市さんのせいだという、結論を朝日新聞が出してます。これも有料記事なんですけど、非公表資料によると、コスパが良いというのが最大の理由らしくて、コスパが良いって何っていうことなんですけど、さすがなんか腐っても朝日というか、非公表資料をですね、誰かからリークして手に入れてるんですよ。で、有料部分に書いてあるんですけど、基本的に自民党全くやる気がないらしくて、これに対しては、適当に流しながら、やりましょうや、みたいな、適当なノリで進めましょうみたいなことを言ってまして、なんでそういう風になっているかっていうと、本当にこれを作りたいと思ってるのが高市さんしかいないらしいんですね。2011年に日本人として日本の誇り、威信を象徴する国旗に対する愛情や誇りをせめて外国国旗が刑法で保護されているのと同程度には守りたいと、主張してですね、それから10年以上国旗損壊罪を絶対作りたいということを強く主張してきたと。ただ、プロジェクトチームの幹部は反対派の市長に対してはあえて黙秘して、この件は控えめにやっていくことによって意見対立が表面化するようなことをしないようにしましょうと。何を守るための法制化なのかはわからないが、反対すれば裏切り者扱いされるので良くない。これは、では連立を組む日本維新の会の、顔を立てることにより、コスパが良いと。何もしなくていいので、基本的に高市さんの顔を立てられるし、維新のね、機嫌も取れるので、やる気はないけれし、くだらない法律だとは思うけど、とりあえず通すかみたいなことを、自民党は言ってるらしいです。いや、ありえないっすね、マジで、この政府。なんか、その、ノリと気分で政治をやってるっていうだけでも、終わってるけど、だから、首相の機嫌取るために法律作らないでください。
そういうのって憲法違反じゃないですかね。だって師匠の気分なわけでしょ。だから高市さんのご機嫌を取りたい方みたいな感じなわけじゃないですか。自民党がそんなことすんのっていう。はい。ですね。コスパって女たらしっていうか、日本って性暴力加害者を容認して被害者を批判する風潮が強い。まあそうですね。伊藤さんもずっとそうだし、まあ今回の光さんもそうですよね。適当なノリで立法するな。日の丸振ってヘイトスピーチする方が国の威信に傷をつけてるだろうって。いや、意味がわからない。そんなに守りたいなら自分たちで勝手に守ってほしい。パピネスアースタックのコッコさん、ここから来ていただいてありがとうございます。民主主義ってなんだろう。政治ごっこ遊び。河合さんはヘイトスピーチ許さないに反対しているらしいが、こいつが日本国旗する方があかんでしょって。いや、だからあれも逮捕しなきゃいけないはずですよね。国旗損壊罪だから。こういう高市の欲しい方を通すためにナフサ問題を勃発させてるんじゃないかという、まあそこまで言ったらね、今の段階では陰謀説めきますけれども、でも結局だから国の重大課題から目を背けて、こういうまあごっこ遊びみたいなことを永遠とやってるっていうのは事実なわけですよね。この朝日記事が本当だとすると、いや。でパーティー関係者は、自民党関係者は維新との連立合意の項目を一つ達成済みにできるらしいぞ、やりやすい成果だ、国旗を燃やす人なんていないから安心してくださいみたいなことを、朝日新聞に向かって言ったらしいです何が安心してくださいやねそれ朝日新聞の記者には国旗を燃やす人いないかもしれないけど、そういう問題じゃねえだろ。もう意味がわからないはい。ということでですね。ですね。自身の発信がヘイトスピーチであることを理解しているのは、まあ、河合とかは本当厄介ですよね。治安維持法や小林武史の拷問などを例にして懸念を伝えても、スパイ防止法に反対するのはスパイだというふうに言われました。この見立てはさすがに甘いのではと思っています。自民党はもはや経済的失敗は取り返しつかないので言論封殺をしていきたいのではないか。まあその可能性はあるでしょうね。朝日はなんだっけ、朝日はそういうことをちゃんと追求してないし、まあ自民党のね、とんでもない発言ひどいじゃないですかみたいなことぐらいしか言ってないですけど、まあもしかしたらね、その可能性はありますね。河合こそ国旗損壊している、日照旗をマウントにしているのでっていう、だからあれ絶対国旗損壊罪だよねダメでしょ。まあ河合祐介っていうレイシストがいるんですけど、だから日照旗をマントにしてるんですよ。それはダメだろうと思いますけどね。お子様ランチの旗を損壊しまくったるわ。政治ごっこで殺されてしまう。表現の不自由点の弾圧もますます厳しくなってますしね。通ったら交番の前で燃やそうから。スパイじゃないから証拠を出してくれと言われ、辺野古船舶の件で話が変わり、自民党議員によっては引きずり下ろされるより独裁化した方がメリットがありますからね。っていうですね。まあそうなんでしょうね。何なんですかね、本当にこの言論統制やめろよっていうまあ本当感想しかないんですけど、ウォルト・ディズニーは労組潰しに、アメリカの赤狩りを使ったように労働者の人権がなくなるのではないかと。だからまあこういうことをね、弾圧を許してるとどんどん不自由な世の中になっていくのはまず間違いないと思います。まあその一つとして弾圧の例がちょっと出てたので取り上げたいんですが、モスクの公園使用申請、市役所が取り下げを求める千葉市川ということで、千葉県市川市のモスク礼拝堂がイスラム教の祭り、犠牲祭、いわゆるイードですね、に合わせた文化交流事業のため、市立公園の使用を申請したところ、市から取り下げを求められたことが分かりました。これ毎日新聞のスクープだと思います。モスクが明らかにした、公園の利用はこれまで認められてきたといい、突然の方針転換にモスクは困惑している。はい、30年近く認めてきたそうです。突然、市川市がこの行徳モスクというですね、立派なモスクがあるんですけれども、まあここにですね、で信仰されている人たちが、犠牲祭の時に、南沖公園というモスク前の公園の一部を文化交流の会場として利用し、礼拝をしたり出店を開いたりしてきたと。
地域との連携を掲げ、地元自治会との話し合いを続け、地域を巻き込んだイベントやゴミ拾い活動などを行っているということで、何の問題があるんだって感じなんですが、27日の犠牲祭に合わせ公園の使用を申請したところ、19日に市から申請を取り下げするよう求められたと。モスクの代表役員は、人が集まると近所の人たちが公園を使えなくなるのでやめてくださいということを言われたと。しかしモスク側はこれまで約30年間にわたり地域との協力関係を築き、地元に溶け込んできたと。犠牲祭の日は多くのイスラム教徒が集まるため、公園を利用できないと道路に人が溢れる恐れなどあることを指摘したが、話し合いは平行線に終わり、結局市は認めなかったので、毎日新聞が取り上げることになったわけですけど、いや、とんでもないですね。今まで認めてたもん、なんで突然認めなくすんのっていう、入管かよって思うんですけど、だから市川市にですね、市長なのかそれ以下の人なのか知らんけども、とんでもないヘイト思想に染まった人間がいるのではないかと思います。はい。いや、差別そのものですよね。そう、だから、河合祐介みたいなのは差別代行みたいなことをしてるんですけど、いよいよ行政がね、こんな、ことをし始めるという、一日使うだけなのに、いや、ほんと宗教差別そのものですよね。はい。右の中では差別すると人気者になるので、左で差別したらのけ者なので、右の寛容さは強いということで、前回の配信でも言いましたけど、ほんと差別に寛容ならやめていただきたいですね。だからそう、多分推測ですけれども、市役所にそういうことを言う連中がね、電話とかかけてきているのではないかというところも言われております。はい。先日ね、火曜日の配信で、自称リベラルと戦ってた北州さん先生ですが、政治学者の皆さん、弾圧というのはこういうことを指すんですよって、参政党のね、東大の講演が中止になったことを弾圧だと言ってる産経新聞さんどう思いますか？どう思いますか産経新聞さん。モスクをただ使用したかっただけで、今まで30年間許可されてたものが許可されないんですよ。これ、関係による弾圧ですよね。どう考えても。はい。としか言いようがないと思うんですけど、国旗損壊罪が通ってしまったらね、こういう表現弾圧とか宗教弾圧みたいなことが平然とね、まかり通ることになるのかなという懸念を覚えます。はい。なんで今日受けたヘイトスピーチをまた聞かねばならないのか。市川市としてはとにかく揉め事を起こしてほしくないからマイノリティにしわ寄せを押し付けているということですね。おそらくそうなんでしょうね。だからヘイトスピーカーみたいな人たちがこうやってバッコしてるから、そういう奴らがね、来てほしくないとか揉めてほしくないとかそういう考えなのかなと思いますけれども、なんでマイノリティの側を我慢させようとするんですかね。ほんと意味わからない。いやー、これはまともなリベラルは許せないよねって。いや、ほんとね、5月祭について研究した人たち全員これに反対してくれないと筋通らないですよね。はい。だから本当にね、何回もね、イスラムフォビアみたいなのをね、言うようになったら、本当それこそ、ネットの右翼の人たちは、イギリスは進んでるからね、リフォーム UK 参政党みたいな政党が伸びてるんだみたいなことを言っておりますけれども、めちゃくちゃイギリスってだからイスラム教徒差別ひどいですからね、そういう国になりたいのって思いますけどね。マジョリティを相対化しなきゃダメですよ。だっていじめをやってるのはマジョリティ側なんだから、これはね、イスラム教徒問題とかすぐ右翼の人は言いますけど、それ間違ってますからね、マジョリティ問題だから、日本の人たちによる宗教差別の問題なので、はい。いよいよ、日本の人はね、宗教差別しないとか、寛容だとか、そういうことをあの人たち自慢げに言い寄ってきたけど、もはやこれは完全なイスラム教差別としか言いようがないと思います。だから、ついに日本の人たちが、その行政として積極的にイスラム教差別をしだしたということですよね。はい。先日のね、だから入管が突然3000万円払わないとビザ更新しないみたいなのも今署名やってますけれども、あれもね、イスラム教徒差別の、ニュアンスが非常に強いと思うんですけど、もちろんイスラム教徒じゃない人も差別されてますけどね。だけど、弾圧ですよね。本当政治弾圧だと思います。同志社が初の基本法、その話もしますか。創価学会や統一教会には寛容なのにね、っていうね。
いや、ほんとね、右翼の人たちのダブスタやめてほしいですよね。別にだから私も宗教だっていうだけで差別するとは思いませんよ。創価学会さんとか。はい。それは間違ってると思います。それはダメだと思いますけれども、イスラム教徒の人たちを許さないんだったら、当然ね、統一教会だって創価学会だって許しちゃダメなはずだし、何なんですかあなたたちのその態度はって思いますよね。はい。ねここさん、ここからです。神戸は100年近くモスクがあるけど全く問題ありません。いや、普通そうですよね。タイとかフィリピンは子供回収が大問題でフィユスにもなっていたけど、あっちの国はうちみたいに日本人制限してるのかな。いや、なんか日本人制限されそうですよね。なんかいつもだから海外でそういう問題を起こしてるので、最近もまあ韓国でやりましたし、いつも東南アジアで何かしてるし、はい。差別はマジョリティ側の問題なんですよ。ありがとうございます。移民は必要だ、若い人がいないからっていうロンドン市民の動画を見ました。でもね、イギリス人の名誉のために言っておくけど、半分ぐらいだから、リフォーム UK と同じぐらい、労働党と、左派の自由民主党って名前が悪いんだけど、まあ、リブデムって言われてる、リベラル左派のですね、政党と、緑の党、いわゆるグリーンパーティーですよね。グリーンパーティーの、支持率足したら、大体、リフォーム UK と同じぐらいになるし、まあ、労働党はちょっと微妙だけど、参政党はね、パレスチナ支持でイスラエル反対なので、はい。まあ、日本よりもよっぽどね、左派系の人は強いですよね。うん。まあ、総合力では、やっぱ今勢いではね、リフォーム UK に負けちゃってるんですけど、もうネットでは赤狩り的な風潮が当たり前になりつつあるかもしれないですね。土葬だってすでにクリスチャンのためのお墓が各地にありますし、日本も 0.1% 以下ですが、今でも土葬で埋葬されていますからね。はい。いや、普通に土葬の集会いっぱいありますからね。そもそも天皇陵って全部土葬じゃないのあれ。ですよね。私の記憶が間違ってなければ、火で焼かれてあそこに埋められた天皇はいなかった気がするんだけど、違ったのかな。前方後円墳の中とか、なんか武田恒康は解説してたよね。はい。ということでですね。いやだから日本の性的文化のが自由だとかそれは別にいいんだけどだから海外でそういうね犯罪に手を染めたりするのは当たり前ですけど論外中の論外だし国の評判を下げているのでなんとかしなきゃダメだと思いますね。はいですね武田式運動はいそして今ちょっと言及があったので取り上げますがはい、これもちょっと衝撃を持って伝えられている今のニュース更新中なんで、更新してみるか。同志社国際高校に対し、の辺野古移設をめぐる学習に関して文科省が教育基本法違反であると主張し始めました。はい。沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆した、大変痛ましい事故。これは当然ね、責任はあると思います。共産党さんも謝罪しました。はい。なのですが、これにですね、調子に乗った松本洋平文部科学省は22日の今日の記者会見で、辺野古への移設工事に対する同志社国際高校の教育内容は政治的中立性を定めた教育基本法違反であると。平和学習やめろと、ついに言い出しました。いやー、ここまで来るとはじゃないかなと高市政権だからと私は嫌な予感はしていたんですけど早いですよね。こういうことだけは早い。3月16日に事故が起きて、女子生徒さんが亡くなってしまいました。それでね、当然違法にねボートを出していてしかも転覆させてしまったということで平和団体側の責任は免れないところではありますし、共産党さんとかね社民党さんとかいろんな人がすいませんでしたと謝罪されたわけですけれども、ただネットのね右翼系の人たちはめちゃくちゃ調子に乗ってて共産党がみたいなことを毎日言い続けてるわけですよ。それはね、事故に関しては責任はあります。それはそうなんですけれども、いくらなんでも教育基本法違反は言い過ぎでしょう。で、これを通してしまったら、それこそ広島、長崎の平和教育もやめざるを得なくなるんじゃないですかね。だって明らかに平和教育目的でしょ。だから今後その沖縄県に対するものも当然我慢に入ったりとかそういうのも
全部そうですけれども、高校生とか中学生とかの児童を対象にした平和教育とかですね、歴史教育っていうのも全部禁止せざるを得ないんじゃないかという気がしますし、まあこれで多分なんか右寄りのね、なんか歴史修正主義的な教育とかは規制しないつもりなんだろうから、まあ不平等も甚だしいですよね。はい。大問題だと思うんですが、いや、ほんとイチャモンですよね、ここまで来ると。ただの、だって罪認めないで同志社が逃げ回ってるとかならまだ違いますけど、ちゃんと謝罪してますし、だから、当然ね、2ヶ月しか経ってないわけですから、ご遺族の感情だって癒えてないし、しばらくはね、非難が続くと思います。それはもうどうしようもないと思うんですけど、まあ、これをね、政治的にうまいこと利用して、ね、平和運動潰しをしようという意図が見え見えなのはね、やばいと思いますよね。はい。ね、でそもそも使えない基地を押し付けといて何なんだっていう、だから反対運動がなぜ起きてるか知ってますかって言いたくなるんですけど。いやー、まあ、ただ難しいところではありますよね。玉城デニー知事もね、謝罪されてるので、まあ全員謝罪したから、まあ一人だけ頭下げないとか、共産党さんだけは謝らないとか、それは難しい判断だったとは思うんですけど、でもなんかこんなこと言われるんだったら、なんで謝罪した意味ないじゃんっていう感じですよね、本当に。いや、もちろんね、謝罪したからといって遺族の方には許されないと思いますよ。そりゃそうだけども、国は違うでしょ。だから国は別にその罰する資格を持ってるわけじゃないんだから、中立的に判断しなきゃいけないわけですよね。はい。全く中立的な判断ではないですよね。伊沢さん、コカラスです。折り鶴を捧げることも政治的に中立とは言えない。そうですよね。だから広島、長崎もだから違法になっちゃうと思いますよ。こんなこと言ったら。政治的に中立とは奔放では極右みたいなもの、南西諸島にミサイルボコボコ配備しといて言うことがこれかと。こんな腐敗した政治に対して中立であることは教育として正しいとは到底思えない悪法も法なりではないでしょうかと。で、まあ当然皆さん批判されてますが、辺野古の基地建設に反対する人の話を聞くことを中立ではなく教育基本法違反とまで言うのならば、辺野古の基地建設を推進する人の話を聞くことも教育基本法違反ではないでしょうか。両側の意見を聞けば違反にならないということですか？もちろん抗議戦に載せたこと自体は別ですと。まあこれが当たり前の整理だよなと思いますよ。だってこんなこと言ってたらさ、小女さんの、だから例えばですけれども、演説会に高校生連れてったら、それ教育基本法違反に引っかかるってことですよね。いいのそれでって、正直思うんですけどね。だから、あまりに調子に乗ってると思います。なんか、もう本当に何ですかね、ご遺族の感情とかを利用して、まあ、サンドバッグにしてるというか、ここぞとばかりに辺野古基地反対運動を叩いて、まあ、デリーさんも潰そうとしてるとしか、ちょっと私には思えないですね。遺族に寄り添うふりして連中がやりたいのは結局こういうことですと。辺野古の何が政治的なのかはこうした動きを見れば一目瞭然です。活動家が危険なのか、本当に暴力的なのは誰なのか、ちゃんと見た方がいいと思いますと。はい。まあそうですね。だから結局その国の暴力によってこういうことが起きているわけですから根源を正せばね。だから今回巻き込まれて死者が出てしまったことは重大なことではありますし、それに関してはね、関係者は反省しなきゃいけないと思います。関係者は反省しなきゃいけないと思うけど、それとこれとはまた別の問題ですよね。はい。政治的に中立な平和学習は無理なので、沖縄の平和記念公園も姫寄りの資料館も無理です。いや、ほんとそうですよ。全部無理になると思いますよ。これ通したら。だから靖国神社に平和学習行くのかって話ですよね。この間の自衛隊の事故で自衛隊は憲法違反って蒸し返されるとかしないと割が合わないですよね。いや本当ね、自衛隊の事故に関しても何も言ってないじゃないですか。結局ね、すいません、遺憾でしたみたいなこと言って終わりにしてるので、いや亡くなった方がかわいそうですよね。原因究明もちゃんとなされてないのに、でも辺野古については、まあ大体のこと分かったじゃないですか。まあ、違法に船を出していたとか、それはね、確かに重大な話でしたけれども、大体のことが明らかになってるのに、まあなおもね、ずっと言い続けてるわけですよね。靖国参拝とか優秀館見学は中立扱いっていうのは本当にひどいですね。マレーシアの日本軍の加害の功績を見つめる平和学習。まあマレーシアに行けばいいのかもしれないですけどね。日本軍の加害を見ていってほしいですね。地域の大学のゼミなので満蒙開拓団の歴史教育もやってたし、天皇も記念館に足を運んだりしてましたと。
だからそういうのも全部違法化する気なのって思いますよね。そう、自衛隊の大使館突撃もね、だから砲撃のね、事故もなんか全部うやむやにされてるし、まあ歌歌った件もね問題ないみたいな話にされてて、これはあまりにも不釣り合いですよね。はい、池田さこカラスです。平和学習の、定義で、講義船に修学旅行を載せるのは誤りだった。それはそうですよ。それは猪俣さんもそうだし、森原さんもそうだし、まあ私もそうだと思いますけど、それは間違ってたと思います。はい。ただ、なんですかね、平和学習そのものが誤りだったっていうところに横滑りしてるので、話がでかくなってるじゃないですか。そんな話だったっていうとこですよね。まあ絶対そういうところにスライドさせていくのが目的なんだろうなとは思ってたんですけれども、なんか2ヶ月でここに到達したっていうのはちょっと早すぎるなと思いましたね。絵のこと大体だと言って30年以上普天間を利用して続けられている歴史も見た方がいいと。極右や歴史修正主義者が中立だと本気で思ってそう。天皇が行った場所に行けば中立と言えるのだろうか。だからね、千鳥ヶ淵にみんな行けって話なんですけどね。で、これ非常にちょっと重要な、スピーチなので、ちょっとご紹介したいんですけど、猪俣さんがリポストしていた、3月のですね、コメントなんですが、イスラエルとアメリカによるイラン攻撃、その報復攻撃を受けたバーレーンの米軍基地がどのように建設されたのか、バーレーン出身のアハメド・セインさんによる辺野古ゲート前でのスピーチで、海が埋められた時、海は死んだ、土地は死んだ、私たちの心もそれとともに死んだと。ですね。で、この方ですね、バーレーンの活動家の方なんですよ。で、ちょっとびっくりして、私もいろいろ調べたんですけど、バーレーンってですね、中東の、国なんですが、今回ね、イラン戦争で、イランの標的になったので、知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、なんで、標的にされるかっていうと、米軍基地があるからなんですね。で、巨大な米軍基地があり、しかも、それは、多くが埋め立てによって作られた、基地だったわけですね。はい。ちょっと今資料出しますけれども、すいません、ちゃんと用意してなかったですけど、だからこれが、バーレーンってそもそも民主主義じゃないので、権威主義的なね、王族が仕切ってるような、中東のね、国なんですけれども、イランとは逆で、スンニ派の、王族が仕切っていて、サウジアラビアの支援を受けてるわけですね。で、イランとサウジアラビアとこのような、地理関係にあると。で、この状況下で、要はアメリカの軍事基地として非常にマナマなどが重要な、基地として、使われてきたわけです。で、地理を利用されてたわけですよね。このちょうど今ペルシャ湾のところに浮かんでるわけだから。で、このマナマの軍事基地を作るために、この方の故郷であるトゥブリ湾っていうところが大幅に埋め立てられたそうです。で、ここに大幅に埋め立てを行ったことで、海軍基地とかを作ったわけですけど、そこにはですね、もともと原生林としてマングローブなどが生えてたんですよ。沖縄にちょっと似てますよね。で、非常にね、環境のいい、中東のオアシスみたいなとこだったんですけど、そこはすっかり海が汚染され、こういうね、海軍の船が行き来するようになり、物々しいですね、全くですね、殺風景なところになってしまったとで、漁業とか農業には壊滅的なダメージがあったということで、バーレーンの少数派の人たちとか、反王政派とか民主派の人たちは、ずっと米軍基地に反対してらっしゃるそうです。はい。なのでですね、やっぱり日本だけじゃないんだなと思いますよね。だから島国とかで、立場が弱いで親米国家だと、そういうことがですね、地元住人の意見を無視してこう推し進められるというところですよね。はい。環球時報の記者では豪華で安全な船を出してたし、そこは非難されるべきでしょう。それはそうですね。はい。山梨の富士駐屯地は海兵隊、地元の抗議で沖縄に移転された経緯もあるのになと。だから本土の人間がいわゆるね、本土の人間が嫌がってから沖縄に無理やり基地を集中させたわけですけれども、サウジアラビアとバーレーンの関係と似てますよね。スケールはちょっと違いますけど、サウジがやっぱり米軍基地をね、ど真ん中に建てられたりすると、サウジの安全に問
問題があるわけじゃないですか。イランと戦わなきゃいけなくなるから、でバーレーンに基地を置いてるわけですよね。はい。で結果的に今回もバーレーンが標的になったんですよ。でも結局だから米軍がね、こうやって中東をですね、植民地主義的に支配するためにバーレーンという国が利用されたというところですよね。そして関連してこの話もぜひ、お伝えしたいんですけど、ちょっと動画流しますか。これ、先日あったですね、国会正門前大講堂の映像なんですけど、ちょっと短かったですが、これ、宮古島から参加した方が、スピーチしました。今日飛行機にとって宮古島から来ました。国会議事堂駅前から歩いてきて、この光景を見て涙が止まらなくなりました。島の中で声を上げたり、島の中での戦いは少人数で孤独なものだったりするので、こうやってたくさんの人たちが同じ思いを持って集まっているんだという意味で、本当に涙が止まらなくなり、スピーチもちゃんと話せるか不安です。皆さんの中で今自分が住んでいる場所で戦争が起こり、そこにはもう住めなくなるかもしれないという不安を感じている方はどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。今、宮古島、石垣島、与那国島をはじめとする先島諸島では台湾有事を前提として島民12万人を九州、山口に避難させるという全島避難計画が進められています。どのくらい具体的な計画かというと、私の住む宮古島は鹿児島県鹿児島市に避難することまで決まっており、3辺の合計100センチ以下の手荷物1つで1ヶ月間、鹿児島のホテルに滞在し、その後そこでの就学や就労の支援計画まで始まっています。このような計画を国がはじめとして沖縄県宮古島市も異議も唱えることなく計画も進めています。私たち住人の気持ちは置き去りにされています。私たちは今生活を根こそぎ奪われるということが戦争以上に怖いです。そもそもなぜ国外問題である台湾有事で先島諸島が戦場にされなければいけないのでしょうかと。これは当然ね、だから台湾が戦場になってもいいということではなくて、全て琉球港が全て戦場になってはいけないというもちろんことで、ジュネーブ条約をですね、結んでいる日本は本来ここで戦闘行為を行ってはいけないんですよ。でも全く高市さんはそういうことを頭に入っているように見えないですよね。で、そもそも何を宮古島をやろうかとしてるかっつうと、強制避難なんですよね。避難しなくてもいいけど、当該避難をする際には避難は強制ではないがライフラインも全部止めるみたいなことを言ってるんですよ。だからライフライン全部止めたら水道も何も使えないんだから、それは強制避難でしょう。はい。ということで、この話が割と広がってですね、結構初めて知った方が多いらしくて衝撃を受けている方も見られたんですが、これは、去年からずっと言われている話ではあります。以前カラスマラジオでもちょっと紹介したと思うんで、覚えてる方は覚えてるかと思うんですけど、台湾有事の際は避難計画、沖縄先島諸島の住民を九州山口8県で受け入れする、最大12万人を6日間で当該退避させるという計画があり、今年からですね、本格的な訓練を始めるということで、手荷物だけ持ってね、ホテルに避難しろって言ってるわけですよ。で、だから宮古島から、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島などですね、宮古島の方は鹿児島行きか、山口ということでですね、12万人を避難させようという計画なんですけど、こんなことできるわけないですよね。いざ戦争になってですよ、いきなりだからアメリカ軍と中国軍と、日本の自衛隊が巻き込まれて緊張状態に陥った際に、トランプがね、実際あのように中国に媚びているので台湾有事起こらないんじゃないかとも言われてますけれども、わからないので、でもいざ起きたとしていきなりだから12万人をね、こんな無理くりですね、強制疎開みたいなことをさせるっていうのは事実上不可能だし、拒否する人たちは絶対島に残ってしまうと思いますし、そうなったらね、最悪住民の方々が死ぬわけですよね。そういうことについて何も考えてないじゃないですかね。はい。ですね。19日行動ですね。はい、すいません。5月19日行動の時の、写真でございました。ですね、自己決定権と民族
自決の原則をまるで認めてないっていうね。だから琉球港の人たちは独自の民族なんで、台湾の人たちと同様自己決定権があります。だから勝手にね、侵略国からあっちに行けこっちに行けみたいなこと言われる筋合いないんですよ。日米帝国主義、イスラエルがパレスチナにしたことと同じなのではないかと。非難しても本土の人の差別にさらされるし、土ま丸みたいにされるんじゃないだろうか。いや、全く同じではないけど、どうにも彷彿させる。いや、全部つながってると思いますよ。だから、バーレーンの話もそうですし、まあ、パレスチナの話もそうですし、この宮古島の話もそうですし、台湾の話もそうですし、だから全部帝国主義対、まあ、小さな島国っていう構図なので、小さな島国であったり、少数民族っていう構図なので、いや、ほんとむちゃくちゃですよね。いや、住民を追い出してね、自衛隊と米軍が好きに使いたいだけなんですよね。イタリア、スペインは制空権は自国にあり、米軍基地の使用を拒否したというんですけど、日本は絶対そういうことしないですからね。はい。ライフラインを止めて見殺しにする気だと思いますね。だから、ウゴーロシュードガバガバのアンケートで国民の認知を歪曲させる気なのかっていう。いや、まあ、ウゴーロシュードの試みはうまくいかなかったと思うけど、まあでも、ああいうプロパガンダが今後増えるかもしれないですね。で、最初の、動物たちのですね、アニマルライツの、ことにも絡んで、これちょっと取り上げたいんですけど、八重山毎日新聞さんでは、八重山の、毎日新聞さんですけど、家畜全頭避難が断念されたという、こちらもですね、昔の、2025年9月の記事なんですけど、ちょっと再度バズってたので紹介させていただきます。台湾有事を念頭に国、沖縄県石垣市が進めている九州山口への避難計画が、まあ、今年中に実施されるというふうに、まあなんかもうナフサというか原油不足でやらないんじゃないかという気もしてくるんですけれども、まあ、国はね、計画はしてるわけですよ。先ほど申し上げた通り。で、いわゆるその動物たち、牛とかね、豚さんとか鳥さんとかはどうするのかというと、畜産農家からは、財産である牛や豚を捨てろというのかと、で、言われているということで、当たり前ですけど、ホテルにね、カバン一つで逃げろみたいなことを言っているので、当然ですが、動物たちを救う手段はありません。はい。ですね、飼育頭数は、黒毛和牛が23,000頭、乳牛、牛に210頭、豚1127頭、鳥36,000羽、ヤギ1200、だからもう、言葉がないですけどね。だから、当然ですけども、琉球湖が戦場になったらですね、そこに住んでる動物とかみんな死んじゃうわけですよ。てか、これどうやって責任取るのって、こんなことになったらって、それのこと想定してますって、ちょっと言いたくなりますけどね。まあ絶対想定してないだろうなと思います。まあ日はね、日本はね、アメリカの愛玩物なのかもしれないですけれども、我々は愛玩動物ではないし、だから動物だからといってね、生き物として生きる権利があるので、ね、やっぱりこんなことを許しちゃいけないと思いますよね。はい。ということでですね、はい。なんかいろいろとちょっと取り留めもなく話してきましたけれども、はい。ちょっと、ね、ちょっと私も一息つきたいので、ちょっと醜悪な映像を皆さんにお見せして、苦痛をお裾分けしながらもうちょっと話していきたいと思います。そう、戦争になるとね、必ず動物も犠牲になるんですよ。だから戦前はね、犬とか猫をね、食べるとか言って教室しろとか言われたりですとか、まあ犬を軍事的に利用して爆弾をくくりつけたりとか、そういう非道なことをやってきたわけですよね。でようやくそういうのはダメだと。ね、動物と人間はね、共に生きる命なんだから、家族であるんだから守らなきゃいけないというところを言ってるのに、結局動物病院を見捨てるのかというですね、こういう非常時になると、とんでもねえ話だと思います。はい。ということでですね、ちょっと嫌なお裾分けをしたいと思います。嫌な方は2分ぐらいミュートしておいてください。はい。ということで、国のリーダーが、二日酔いと笑いながら国会に出席し、それを野党が拍手で迎える国はどこにあるのか、それは日本だということですね。はい。委員会室に入ると拍手で迎えられた高市総理。討論が始まる直前にはこんなやり取りが。
韓国で首脳会談を終えた高市総理、今日午前に帰国後、休む間もなく国会での党首討論に臨みました。過去最多となる野党6党のトップと直接対決です。質問のトップバッターとなった国民民主党の玉木代表は、イラン情勢をめぐる政府の経済対策について追及しました。ガソリン代の補助の延長、あるいは夏場の電気代ガス代対策など3兆円程度の補正予算を速やかに編成すべきだと思いますが、高市内閣の補正予算編成に向けた方針を伺います。私はリスクの最小化という観点から、国民の皆様の生活、そして経済活動に万が一のことがあってもいけないということで、補正予算の編成を含めた資金調達、これを指示をいたしました。主に現在の中東情勢等に対応する、そういった形の補正予算案を検討したいと考えております。さらに高市総理が非難としている消費税ゼロについても論戦を交わしまして実施時期については、今総理としてはどのようなお考えなのかお聞かせください。この夏前に、中間取りまとめが出てき次第、政府としては法律案を提出いたします。as soon as possible ということで頑張ってまいります。2番手の中道改革連合小川代表は冒頭、高市総理のこの笑顔について、その破壊力のある笑顔で各国首脳と渡り合ってこられたんだろうな。破壊力のある笑顔にやられそうなんですが、ちょっと心を鬼にして厳しいお尋ねもいたします。国民生活は今不安の最中にあります。そしてこの経済対策の指示は若干遅れたんではないかと私は感じておりますが、その点についてまず総理の認識を伺います。高市総理、私は指示が遅れたとは思っておりません。補正はこの中東情勢が長引くといくつかやらなきゃいけない、こういう思いは強く持っておりました。ベストな対応を考えておりました。この後も野党のトップが次々に高市総理と論戦。世界が注目した米中首脳会談について問われると、米国と中国が意思疎通をして、この地域の平和が保たれるということが最も重要だと思っております。その意味では大いに歓迎をいたしております。一方、チーム未来の安野党首は AI について質問しました。高市総理、働いてまいりますとおっしゃいました。私はですね、いかに AI に働かせているか、それがですね、将来の日本を大きく左右すると。総理は日々 AI をどれだけ活用しておられるか、案の必要があれば家庭教師に参りますが、いかがですかというこの3つお願いします。高市総理。はい、まず AI ですが、日々、私は主に検索ですとか翻訳ですとかいろんなことで助けてもらっております。それからもう一つ、どれほど重要か、非常に重要です。これは使い倒さなければ発展はない。家庭教、ぜひお願いいたします。党首討論は来月も行われる方向です。はい。もうやらなくていいんじゃないですかね、党首討論。何これはって。いや、私散々令和さんをね、そんなね、議会制民主主義を軽視してはいけないみたいなことを偉そうに言ってきましたけど、なんだこの茶番劇はと言いたくなりますよね。本人は二日酔いを自慢し、野党は高市早苗の作り笑顔を絶賛して始まった和気あいあいの野党6党首との形だけの党首討論、これを体制抑散会だと。一応、中道と立憲の名誉のために言っておくと、そのナフサ不足とかについてはちゃんと追及はあったそうなんですけど、フジテレビはカットしてしまってるし、こういう信じられないなんかおべっか使いみたいなことまでやったわけですよね。だから小川さんの印象がほんと最悪ですよね、最近。参政党の次はこれかいという。だからそういうところなんだけどな。で、ただ本当玉木雄一郎さんの言うことは正直信じられないっていうか、ガソリン代の補助延長みたいなことをおっしゃってるんですよ。冗談じゃなくないですか。この状況ですよ。これ以上ガソリン代を補助延長したら、いよいよナフサ不足で、国自体がね、崩壊しかねないという局面で、ガソリン代を補助を延長しろと言ってるんですよ。いやー、もう、野党からしてこれだし、ちなみにカットされてますが、参政党は、なんか5月祭でね、言論弾圧を受けたうんちゃらこんちゃらみたいなことを言っていたらしいです。はい。ということで、アウスリットさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。いや、野党とは野党って野党とはなんだこれが共産党がいないと国会が不抜けになる。いや、ほんとね、共産党さんと令和さんがいないのはね、やっぱり重大な損失なんだなというのは、私、令和さん支持してないけどさ、やっぱ思いますよね。あれやっぱなきゃダメだったんだなというのが、左翼のいない国会というのはどういうものかというのを見せられていますね。いや、ほんと楽しそうですよね。なんか知らんけど。何が楽しいの？何が面白いのか。人の命を何だと思ってるのかと言いたくなりますが。はい。ですね。
国会が進まないのは左翼のせいではなく自身の行いのせいでしょうといういやーもうナフサ枯渇で万が一が起きてますって。何を言ってるのか小川淳也は。これは討論かひどいっていう。討論なんですけど、一応玉木さんが10分ぐらい喋ったのかな。なんかもう限定飛ばしながら見たのであれなんで、あんま覚えてないんですけど、すいません。精神的に苦痛だったので、なんですけども、立憲とかはね、5分ぐらいしか質疑の時間与えられなかったんですよ、中道とか。だから、まあ、こういうね、なんか、おだて喋りになるのは、まあ、その、しょうがないという縁はあるのかもしれないですけど、やっぱり無駄な時間を使わないでほしいですよね。だったら、いやー、本当に。だから体制抑散会って言われるんだよって感じですよね。チーム未来はで3分ぐらいしかなかった時間がなかったんですけど、だからこういう、まあ、安野投手のね、いつものこういうAI みたいな。だから安野さんがなんか、その生成 AI 反対派の人たちからね、バシバシ言われてないのがなんか私違和感があるんですけど、まあもちろんみんな嫌ってると思うので、もうこういう人だと分かったと思うので、あれなんですけどね、まあ、そもそもね、生成 AI すげえ嫌われてるのにこんなこと言っていいのかなって思いますよね。いや、ほんとひどい茶番ですよ。ね、安野さんの質問ほんとくだらないですよね。もう、なんか、こうなる、いつかこうなるだろうなとは思ってたけど、思ったよりずっと早かったなって感じですね。半年でこうなってますからね。はい。ということでですね、恐ろしい体制抑散会が始まっていますね。参政党との党首討論は高市がまともなことを言ってしまうぐらい参政党はひどかったですね。はい。参政党は相変わらずなんか帰化した人はね、日本の人間ではないみたいなね、いや、帰化っていう言い方自体が差別的なんだけど、そういうとんでもないことも言ってまして、さすがに、高市さんが、いや、帰化した方は日本の方ですって言ったんですよ。そこだけは、ある意味良かったとは思うんですけど、なんていうのかな、差別言説をほんと国会でばらまかないでほしいですね。いや、玉木ほんと邪悪ですよね。この後に及んでガソリン補助金っていう話をするとはまさか思いませんでしたね。だってやばいでしょ。自滅の道だって分かっててあなた言ってるでしょっていう、まあ感じなんですけど。なのでまあ、比較的まともだったのは立憲と公明だけでしたね。はい。烏丸さんの記憶にないならない。門が万が一が起きてるんだよなーって。共産党と社民党がいたら、いや、共産党と令和さん、社民党さんがいたらね、全然違う、多分、内容になってるんですよ。だから必要だってわかるでしょ。左翼政党は必要なんですよ、国会に。いや。こんな当たり前のことを言っただけなのにまともと言われるレベルの低さ。急にきちんとするの逆に怖いです。他人の表情についてそう、破壊力があるっていうのも、それもね、だから高市さんにも失礼だし、ルッキズムなんで、厳密に言うと差別発言ですので、はい、小川さんは本当に反省してほしいですね。本当こんなことやってるとね、誰も支持しなくなりますよ。ただでさえ中道改革連合の支持率分かってますよね。共産党より支持率低いんだからさ。はい。少しは考えていただきたいですね。はい。ちゅうことでですね。で、まあ、文春さんだけは相変わらず元気です。高市さん、ネガキャン動画大作戦スクープを第2弾を出したそうです。ちょっとまだ私本文読んでないんですけど、中傷動画について高市総理は私の陣営では行っていないと発言しましたが、先日言った通りですね、大臣補佐官の西田譲氏が高市陣営の SNS 対策班の責任者と発覚しました。ズーム会議で木下秘書が牛の SNS 班責任者の西田と参加を打診したと。いうことでですね、やっぱりここも木下さんがっつり関与してるということで、もう言い逃れ難しいですよね、ここまで来たら。まあ先日言った通りですね、高市さんは木下が勝手にやったとか、木下と松井は面識がないとか意味不明なことを言ってるわけですけど、木川田現役大臣の右腕であるこの西田さんっていう人が、まあチームリーダーみたいなこと、中小チームのリーダーみたいなことをやってたわけですよ。で、西田に直接、木下が指示を出してたっていうことも文春は暴いてるんですよね。西田譲氏を木川田仁子ども政策担当大臣の補佐官に起用する人事を決定したということでですね、木川田さんの、まあ、補佐官である西田さんを木下さんが、直接ですね、ショートメッセージで
明日ズームミーティングやるんでよろしくお願いします。明日はうちの SNSR の責任者の西田と統括の N の参加させていただいていいでしょうかみたいな。別に統括のやつがいるのか、別に統括のやつがいるっていう話でもあるわけですけれども、いやだからなんでこれで政権が倒れてないのかわからないですよね。はい。だからもう、まあ自民党ぐるみの不正と言っていいと思います。高市さんがいくら、木下が勝手にやったみたいなことを言っても、公設第一秘書なんで、連帯責任は免れないですし、まあ木下でしょ、西田でしょ、まあ木川田さんはまあまだ疑惑のレベルですけれども、だから政権担当者がね、深く関わってるっていうことが明らかになっているので、少なくともこれで西田さんと木下さんをクビにしないと筋が通らないですし、まあクビに高市さんできないと思うので、はい、積んでいるのではないかと思います。でも積んでいるのになぜか新聞が後追い報道してくれないので、はい、なぜか、政権支持率が保たれているわけですね。そう、共産さんがいるとね、質問するとね、明らかに高市さん不機嫌になるから分かりやすいんですよね。だから本当田村智子さんがいなくて安心してたんだと思いますよ。だからまあ油断してたんでしょうね。これを見て左翼は日本の癌といった友人は意見を変えるのだろうか。いやでもこういうのね、見せてあげた方がいいと思いますよ。左翼嫌いの人、まあ日本には多いですけれども、いかに腐敗するかというか、ちゃんと重要なことが討論されないかっていうのは、まあチーム未来を見てればわかると思うんですけど、はい。やっぱり右でも左でもないとか、その時の提案型野党みたいなことを言ってるのはおかしいということですよね。重要な問題について討論されてないわけですから。中傷動画の話は、あれと、公明党の人言ってたからって、すいません。ちゃんと確認あれしてないのがバレバレですね。ですね。だから党首討論でですね、だから、でもその辺の話もだって5分くらいしか本当なかったんですよ、時間が。だから、あんまりもう追求っていうもう感じじゃないですよね。あれはどうだったんですかっていう。まあ結局高市さんは秘書が勝手にやったとか、その松井さんとね木下さんは面識がございませんっていう従来の答弁を繰り返しているので、深掘りはなかったというふうに言われております。はい。ですね。極右とネオリベしかいないからどんどん疑惑が偏っていきます。なぜ高市はこんなに問題が起きて倒れないのか。いやだから結局なんでしょう。そうだ。行われてないですね。そうだ。やっぱり私も記憶あんまりしてなかったから、あれって思ったんですけど、疑惑について本格的に、追及した人はいませんでした。まあ、シャンシャンで終わったと言われており、野党がスキャンダル追及に及び腰であり、論戦が消化不良に終わったと、まあ、東洋経済でさえ指摘しているというところが、言われておりますね。ちょっと出すか。東洋経済だって全然左寄りじゃないし、割と政権擁護的なね、記事もこの前の東大の件でもそうだけども、出す、媒体なんですけれども、まあそういう人たちでさえ、あまりにもひどいと。まあ玉木雄一郎さんがね、3兆円規模の補正予算がガソリン増税がどうだかみたいな話をしていたところに、まあ小川さんがオベッカを使って、合計時間は45分で各党首への配分は12分から3分程度と、しかも高市さんが、各党首の政権との距離を踏まえて答弁を使い分けたこともあり、予算質疑の方がマシだと不満をあらわにするなど、消化不良であったと。いうことでですね、まあ、中東情勢に関しては先ほども見たようにいろんな人から、追及があったようですけれども、まあ、基金を取り崩して編成をするべきかと。立憲民主党の名誉のために言っておくと、そうだ、これはちょっと言っておかなきゃいけないですが、水岡さんは、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃は国際法違反であると、まあ、案に伝えました。まあ、それもね、交わされましたけど、だってその後参政党の神谷宗平という人がですね、5月祭の話をしだしたので、まあ、どっちらけになってしまいましたね。はい。ということでですね、ほぼ、中傷動画疑惑に関しての追及はありませんでした。はい。
ということでですね、左翼がいなければ8時間労働制もまともな社会保障もなかったでしょう。左翼嫌いな人は覚え事が起きる感じが嫌なん。いや、だから対立が嫌なんだと思いますね。その辺ちゃんとノートで書こうと思ってたんですけど、すいません、更新できてなくて、ちゃんと書きます。はい。左翼が悪いみたいに言う人たちはこの党首討論みたいなの好きそうなイメージ。でもなんか和気あいあいとしてればいいって思ってるのかな。でもこれ政治的には最悪ですけどね。だって追求すべきところを追求しないで、無駄話で終わってるわけじゃないですか。だからタレント同士の仲いいそういうやりとりだったらいいけれども、そうじゃないんだから国の問題を追求しなきゃいけないのにまともな話し合いになってないわけですよね。とにかく揉め事が嫌だみたいな感じになるとこうなっちゃうのかなと思いますけどね。そう、自身に都合のいいもの、悪いものをやっぱり見たくないだけだと思いますよね。高市さんのこういう態度っていうのは。はい。そしてですね、戦後一番楽しそうな党首討論ですね。はい。体制抑散会といえばなんですけど、高市早苗さんを支援する国力研究会について、TBS スタンバイでいよいよ、伊藤洋一さんという人が怒ってるそうです。そんな会に出てる暇があるなら自分の選挙区の工務店、自動車工場、パン菓子工場に電話してラフさ不足の影響を聞けと。今起きてる国難から目を背けて何が国力研究会なのかと。ね、この高市さんの国力研究会なんですけど、皆さんも知ってる通りですが、自民党議員の大半がなんか突然参加するという意味がわからない状態になりました。最初なんか高市さんを支える国力研究会みたいなフレーズでですね、いや、ただの体制抑散会ではないかという、村上誠一郎さんという人は言ってたり、不参加な人もいるんですけれども、なんか高市さんを支える会でございますみたいなことを言ったら、本当はね、高市さんを固める、熱心な派閥的なですね、ものを、派閥という言葉を使わないで、新たに作ろうっていう目論みがあったっぽいんですね。あったんですけど、党議員の8割以上が参加してしまったので、もはや派閥もクソもないという状態になったということで、ある意味自爆してるから、いいのかなという気もするんですけど、申し込みが殺到し、取りまとめが大変でしたみたいなことを、自民党はほざいています。はい。ということでですね、ちなみに、国力研究会が発足する直前に、未加盟議員リストが、永田町に出回っておりまして、石破茂さんとか、森山博さんとか、河野太郎さんとか、小渕優子さんとか、野田聖子さんとか、それは岩屋さんとか、それは参加しねえだろうなっていうメンツが、載ってるんですけれども、参加しないことが問題だというようなリストであると。はい。ただね、こういう感じなので、おそらく超党派の議員連盟みたいな感じになって、参政党とか国民民主党とかが入ると厄介だなというふうに私は思ってたんですけど、おそらくグダグダで終わるのではないかという気がするので、なんか何の意味もなく、終了するのではないかと期待したいところなんですが、どうなんでしょうね。はい。村上誠一郎さんはなんでそんな体制抑散会みたいな会をやる必要があるの？全くナンセンスだ。そんなものなんで俺が入らなきゃいけないのかと。村上氏の指摘はまさに的を射ている。自民党は高市政権の高支持率で一つにまとまっている。選別するような議連を今やってはいけない。マスコミに内紛かというネタを提供し、火種になるばかりである。キングメーカーの座をより強固にしたいという麻生氏の思惑が強く推察される。秋の内閣改造と党役員人事、そして次の自民党総裁選までキングメーカーに君臨したい。睨みを聞かせたいという、意図ではないかということで、麻生としては新麻生派を作りたかったのかもしれないですけれども、だから麻生と小泉と高市がいなくならないと話にならないんだってばという、とこですけどね。ですね。参政党のヘイトスピーチを言論として言論は言論を戦わせろという割にはこの党首討論には何も学者の方々は言わないですか。党首討論にも何も言わないしね、この前のさっきのねモスクの件に関してもね弾圧だとか全然言ってる人気配が見えないので、何なんですかね。参政党に対する批判だけは言論封殺になるんですかね。よくわからないですね。はいはい。
国家様によしよしされればいいかい。対立を嫌がると言っても、どちらかというと権力のない側を黙らせる方向に行ってる。いや、そこがまあ最大の問題ですよね。和を重んじるのは別にいいんだけど、結局その大勢マジョリティ側に都合のいい方向でまあマイノリティを黙らせようみたいな方向に行く人が多いじゃないですか。そうだったらもう全体主義なので、はい。全くね、民主主義の意味がないと思いますね。小学校で喧嘩が起きると弱いものを袋叩きにして止める自称平和主義者っていういや、ほんと日本の人そういうやつ多いですよねまあ外国にもいるけど、まあそういう人はね、やっぱり権威主義者、全体主義者の一種なので、はい、民主主義者ではないと思います。国力研究会は名前聞いただけで嫌になりますね大日本帝国ごっこ。村上総一郎さんはね、まあこのようにね、なんで俺が、大西洋産会に入らなきゃいけないんだという、もっともなコメントをしてるんですけど、まあでも自民党だからな。でも結局自民党が変わらないと変われないですし、まあ差別主義者を擁護してる自称リベラルはマジでどうしようもないですね。はい。まだ言ってますからね、参政党の件。いやー、ほんと信じられないですね。耳を塞いで目を閉じて口をつぐんだ極右とネオリベの自民党の都合のいい人になるのはごめんこむりたいですけどね。1億人の命を火にくべて何をやっているのか、この人たちは。太平洋戦争後はまた生き延びて出た人もいたけど、今度はネトウヨが台頭したら本当に国が潰れる気がしますって。まあもうその序曲は始まっちゃってますよね。だからこれから逆転するには、いや本当にね、力を合わせて高市さんとかその周りの人たちを排除しないとどうにもならないと思うんですけど、だからその危機感が全くないんだなというところがまあ5月祭事件では明らかになりましたね。マイノリティの権利を認めるみたいな正義ぶった差別主義者の人が今多そうと。まあだからそういうのを利用してね、参政党は勢力を伸ばしてるわけですよね。はい。だからですね、まあマイノリティの差別扇動の話も少ししましょうか。だから先日まあ散々ね、火曜日の配信ほぼ半分以上使って批判したのであれなんですけども、まだやってるんですよね。例の5月祭の話、東大5月祭の話、もういい加減にせえよって感じなんだけど、マイノリティへのデマや差別扇動には言論は言論で戦えと言っている人たちは、自分へのデマには名誉毀損で訴えるみたいなことをまあ言い出してる人もいまして、まあ神谷宗平もそうですけど、そこで言論で戦わないんだと思ってしまいますよね。問題となっているのは属性や出自によるデマなのに、ダブルスタンダードもこれをね、ここまでいくとすがすがしいですねと。はい。だからまあ結局人たちはなんでしょうね、安全な場所から他人を腐したいだけで、差別に反対したいわけじゃないし、リベラリズムを守りたいわけでも全然ないと思うんですよね。だってリベラリズムを守りたいんだったらまず人権を擁護するはずじゃないですか。だからまあ北主さんがだから皮肉を込めて言ってますけれども、弾圧とはね、こういうモスク使用許可不許可みたいなことを言うんですよっていうまあ当たり前のコメントですよね。はい。左翼がなかったら福祉や労働法以前に近代の国民国家自体が存在しない。まあそうですね、革命を起こしたのはねフランスですからね。DSA が大統領を出して外圧かける方が早そう。いや、マメタニーとか本当 AOC を大統領にしてほしいですねもう許すから高市とか玉木とか神谷とか左派からすると理解できないですけど、多くの日本人から来ると、まあ権威的なところとかね、ああいう風見鶏っぽいところはしっくりきちゃうんでしょうね。そこは日本の良くないカルチャーだと思いますね。ナノクラフトさんおやすみなさいませ。しつこいというのは参政党を擁護する手合いの方ですっていう。まあ、ただね、参政党を擁護する人がですね、参政党側、ちょっとすいません、ヘイトポストなんですけど、はしごを外してきてるので、ちょっと紹介したいんですが、兵庫県の改革委員を務めておられる、オレンジ色の藤原誠也さんという方なんですけど、ちなみに参政党では公認を申請する前に戸籍謄本を提出いたします。帰化歴がある方は公認が取れないことになっています。まあこれ有名な話なんですよ。参政党って前からこういう差別的なことをですね、言ってるっていう風に言われてまして、まあ候補者の帰化歴をね、参政党神谷代表は公開して有権者の判断材料にするみたいなことも、まあ以前から言ってたわけですけれども、帰化したら日本人ですよね。まあ高市さんもだからさすがにそう答弁したわけですけど、党首討論で、日本国籍を取得した方々がお前らのところで公認が欲しいとは思うんだろうけど、さすがに差別政党としか言いようがないわっていうですね。だから
これどう考えてもこれは言い逃れしようがないマジモンのレイシズムでしょ。だからその日本国籍を取得しているにもかかわらず海外ルーツであることによって差別しますよ我々はって当然ね同じ日本人として扱いませんみたいなことを自慢しげに言ってるわけですからこれが当是であるわけですから参政党はですね差別主義政党としか言いようがないですよね。神谷さん自身がこうやって言ってるわけですからね。はいですね、露鉄の人を擁護したらしばき隊と呼ばれました私もだから擁護したんだけどしばき隊って言われてるのかな。路上から戦う政治家と戦う学者を育てないとダメですね。はい。希少すぎて滅。結局ただのリベラル逆張り霊障系知識人や学者たちの総東広き化が進んでいる。北主さんの言うようにガチの弾圧には何も言わないのはおかしすぎますということでですね。アリトベルグさんかな、コンカラスです。来て初コメありがとうございます。リベラルはね、寛容なのは、事実です。なんですけど、参政党はそもそもリベラルではないので、はい。どう考えても極右ですよね、この思想は。はい。ですね。もちろん左派政党側にもね、いろんな問題があることは事実なんですけど、あまりにも参政党の差別がひどすぎるのですね。比較するとやっぱこういうことになっちゃいますよね。自分のあれで申し訳ないけど、自称リベラルインテリの皆さん、参政党は必ずしも差別政党ではない、建設的な対話が必要であると。参政党のコメント、うちは帰化した人とか日本人とは認めてません。リベラルや左翼と一緒にしないでくださいという。でもこれ明確なメッセージじゃないですかね。だってそう言ってるじゃん。だって私たち側が左翼とかリベラルとか名指される側が、建設的にねいろいろ対話しようじゃありませんかみたいなこと言ってもそれを嘲笑うかのようにこういうことを言ってくるでしょう。話にならないですよね。まさにこういうの話にならないって言うと思うんですけど、だってどう考えてもこれ差別なのにさ私たちは正論を言ってますみたいなこと言われてもどうしようもないでしょう。はい。レイシストまで通うになったらね、もうむちゃくちゃですよね。はい。だからですね、なんだろう。だからなんていうのかな。やっぱりその参政党のね、もちろん差別に関して容認してはいけないっていうのは当然なんですけれども、そもそもやっぱり少数派の側に立ってものを言う人が一人たりとも誰もいなかったっていうのは非常に問題があると思います。なんか舐めてるなと思うのは新堀さんなんですけど、ちょっとあれするか。これも手前味噌で申し訳ないんですけど、神谷氏の講演をやらせた上で、その中で差別発言が出たらすかさずナンセンスとか差別発言を取り消せみたいなことをやじればよかったみたいな、その差別のね、扇動効果みたいなのを全く考えてない、私も以前怒られたことあるけど、コメントをされてるんですけど、こういう人舐めてんなって思うのは、参政党などのいわゆるレイシズム問題っていうのは少数派の問題じゃなくて多数派の問題なのに、それを分からないような、発言をしてるわけですね。本当に分かってないのかもしれないけど、多数派が少数派いじめを起こし、その残忍さや非人道性が問題視されているのになぜ多数派同士でのんきに助け合う、仲良く話し合う権利があるというふうに考えられるのかと。イスラエルでなぜ左翼が負け続け極右があれほどのさばるようになったのかはわかると、パレスチナ人の人が見えてないからですと。いわゆる左翼系の、シオニストってイスラエルにもそれなりの数いるわけです。彼らはネタニヤフとかを批判して、ネタニヤフとかね、極右系の人たち、ベングビールとか、ああいう人たちがいなくなればイスラエルは良くなるっていうふうに主張してるんですけど、そんなことありえないですよね。パレスチナ人への差別がなくならない限りはイスラエルはイスラエルのままで変わりません。はい。オスロ合意の時からずっとそうでしたからね。だってオスロの時は、リベラル派の人が首相をやってたけども、あんな感じになってしまったわけですから、だから、そういう国とか集団に対しては、やっぱり外圧かけるしかないんですよ。だから参政党と仲良くしているどうしようもない連中みたいに外部から攻撃するしかないと。で、強く非難して、お前らは全員非人道的だということを言ってから、ようやくその彼らの頭の中にない、パレスチナ人の人たちの姿が見え始めるわけです。パレスチナ人ってすいません、例えで使っちゃってますけど、申し訳ない。で、それでいかに多数派が迷惑な存
存在かっていうのがわかると思うんですよね。で、マジョリティの人たちの特徴って、悠長化されたくないっていう、悠長化って特徴があるみたいなことを書いて悠長って言うんですけど、自分たちが特定の属性がある、よくわからない、こういう特徴のある存在であるよみたいな。マイノリティの人たちは平気でそういうレッテル貼られるじゃないですか。でもマジョリティの人たちってすげえそういうレッテル貼りとか嫌がるので、でも逆にそれをやらないと、外からやってあげないと自覚できないんじゃないかなと思います。だから、レイシストですよね。端的に言ってしまえば。外国人の人のこと頭にないんだから。はい。だから、参政党の神谷宗平みたいな人は非常に分かりやすいですけど、帰化した人をね、差別したりとかしてるわけなので、非常に分かりやすいですけども、堀さんみたいな人も残念だけども、広い意味では、やっぱりレイシストグループの中に入っちゃってるわけですよね。はい。なので、やっぱりシオニズム左翼の問題とかはね、もっと研究された方がいいと思います。と、最近私も思ってるんですが、はい。ですね。そう、もちろんね、左派側にもね、パターネリズムであったり、暴力の問題とかいろんな問題はあるし、それはまた、差別云々とはまた別の問題なんだけど、ただ、今回、レイシズムは良くないっていう観点から批判してた人たちは、東京大学でね、やっぱり被害を受けてるマイノリティの人たちの姿が見えてたと思うし、その意味でね、やっぱりだから、参政党容認派みたいな人たちには、普通にね、に比べると、ちゃんと人道的正当性があるので、やっぱりそこはね、認めなきゃいけないんじゃないかと思いますし、それは方法論がいいとか悪いとかの次元の問題じゃないんですよ。だから、イスラエルにいて、パレスチナ人の人たち擁護しないって、もう、だから本来的に言うと左翼でもなんでもないじゃないですか。でも、イスラエルにいると、それがなんかリベラルの当たり前みたいな感じで通用しちゃってる事実があって、反ネタニヤフであればリベラルみたいな、欺瞞的な、状況があるわけですけれども、それはやっぱ間違ってるってことですよね。井川元隆とかも本当にあれひどいですけど、なんかね、ああいう露骨ななんか差別主義者、レイシスト、ヘイトスピーカーみたいな人だけが差別主義者だって、広く言われ、狭い定義で言うと確かにそうなんだけども、実際に堀さんとかもちろんね、差別発言されたことないと思うし、差別には反対している方なので、差別主義者と言ったら言い過ぎだと思います。だけど、外部にいる、例えば今回ね、私も発達障害ですけど、LGBTQ グループの人とか、発達障害の人とか、神谷宗平にね、もちろん外国籍の人とか、神谷宗平にぐちゃぐちゃなこと言われてきた人からすると、なんかレイシストグループの仲間なわけですよね。だから、ちゃんと批判しない。ちゃんと批判しないし、外に立って、戦わない人たちなわけですよね。だから、高市さんとやっぱり仲良く話してる人たちとあんま変わらないっていう、事実があると思うし、だから共産党さんみたいな人たちをこういう場から排除しちゃいけないと、私は思いますね。はい。マグリットの山高帽人間。マグリットはそうですね。わざとああいう風に特徴のないなんか人間を描いてますよね。はい。マグリットの絵は好きですけどね。今回の騒動で暴力要素あったっけ？参政党の恫喝はあったけど、いや、暴力要素はあれだけじゃないですか。爆破予告だけじゃないですか。でも爆破予告がなんか左翼の仕業みたいなこと言ってるじゃないですか。それはいくらなんでもないだろうっていう。実際はね、なんかジバニャンだかホルニャンだかっていう愉快犯のやつがやったというふうに言われてます。ただ今警察の捜査が進んでない段階なので、本当にそいつが犯人なのかわかんないし、それは何とも言えないというのが、実際誠実な態度だと思うんですけど、産経新聞とか、右翼的な人たちとか、参政党の人たちはね、なんかあたかもね、我々が爆破予告を仕掛けたかのように言ってるわけなんですけど、いや、いい加減にせよって感じですよね。そう。ゆるーく差別主義者を擁護する人間、相当悪質なんですよ。そうなんですよ。だから、ある意味、なんていうか、当事者の人たちからも批判しにくいから、余計立ち悪いんですよね、言っ
言い方悪いけど、本人は全くの善意でやってる場合ってあるんですけれども、最近ね、私もだからいろいろ話してちょっと考えることあったんですけど、主にパレスチナ関連で喋ったんですけど、直接差別的なことは言わなくても、密かにね、差別を容認していたりとか、シオニズム左翼の人って本当そうなんですよね。だからイスラエルの自衛権は守りましたいですみたいなことを言うんですよ。で、イスラエルの自衛権を守るためにも、パレスチナの人たちを助けましょうみたいなこと言うんですけど、でも彼らの助けるってどっちかっていうと、イスラエル側を、主としたね、援助みたいな感じで考えていて、確かに国連とかもね、そういう風にやらざるを得ない実態はあるんですけど、プラグマティックにはね。だけども、やっぱりそれは間違ってますよね。上から目線じゃないですか。だから守ってあげなきゃいけないみたいな思想なんですよ。だからやっぱりシオニズム左翼は本当に良くないし、シオニズム右翼よりもある意味シオニズム左翼の方が悪いっていうのが、結構ね、やっぱりイスラエル批判をしてる人は共通して言ってることですね。はい。いや、リベラルだから立ち悪いんですよ。かえって。はい。ね、批判しにくいので。そうなんですよね。だから差別を容認すると結局ね、高市さんみたいで、誹謗中傷を外注してるのと何が違うのかっていうね、論点もあるわけですよね。はい。全くその通りだと思います。だからですね、差別はやっぱ容認してはいけないですし、そういうことが起きた場合は、必ずマイノリティの人たちの側の意見を聞いて、そっち側に立たなきゃいけないわけですよね。それをできるのが、やっぱり左翼とかリベラルの価値だと私は思ってるので、それができなかったらリベラルじゃなくないって素朴に思うんですけど、で、佐々木俊直さんに至っては、だから、完全なね、スーパー暴力、左翼の暴力みたいなことをおっしゃってるんですけど、東大5月祭の件について、根底は本当にその通りだと思う。言論には言論で反応する、うんたらかんたら。しかし、この論理が共有されれば、誰でも言論は差別的だと主張するだけで対立する意見を暴力的に封じる、口実になります。誓約書にサインされなかったから、公演妨害は正当だというのはおかしいみたいな。この麻布食品ってなんか有名なネット右翼だったと思うんですけど、ついにこういう人をリポストするまでになったかっていう、佐々木さんもだんだん右傾化してるなと思うんですけど、はい。昔はもうちょっとリベラルでしたからね、本当に。全く本質を捉えてない批判です。表現の自由は国家対市民のような、場所が本丸です。民間人同士のやり取りであらゆる言論が全て自由ということはありえません。企業の社員が会社に不利益となることを言えるでしょうか。本学学生だって東大憲章に反するイベントを開催することは本来できないんです。東大憲章にはDEI とかちゃんと書いてあるんで、DEI 違反東大憲章違反でもあるわけですよ。だから本来だったら、やはり東大に来てはいけない人間だったって神谷宗平がね。なのに、右往の衆っていう人が呼んでしまったから、こういうことになったわけですよね。で、学生祭のイベントをインターネット論壇の延長線上か何かと勘違いしたような議論が多いのは呆れます。そしてそのインターネット論壇はといえばもうだいぶ前から表現の自由を振りかざしてマイノリティや女性をターゲットにしたハラスメントが横行することで知られています。大学と企業の違いについても補足します。企業について営利は存在理由なのでそれを損なう社員の発言には厳しい。対して大学は公共善のための存在なので一大学固有の利益よりも人類全体の福祉が優先しています。故に自らの所属先が人類の福祉を損なっているとみなした学生や教員がそれを批判することは、妥当となりますということでですね。今回沖さやかさんすっごい叩かれてて、なんかリプライとかだと信じがたいレベル、リプライは潰してるからあれかな、信じがたいレベルで彼女なんか先生すごい言われてるんですけど、なんか沖さんもねやっぱりミソジニだと思うんですよね。ずっとフェミニストの立場から発信されてる方だから。で、X でもういまだにもうこういうことやってる方ってすごい少ない。太田恵子さんとか沖さやかさんぐらいとか二藤さんぐらいしかいないんじゃないかっていう、人だから、ターゲットにされてしまってるんですけど、でもやっぱり言ってること正しいと思います。ネット論壇ではいわゆるレイショーコミュニケーションが横行している。それは安全圏で優位に立てるポジションからある人の発言や行動の正当性に疑問を持たせる以上の効果は薄い発言を行い、それを娯楽にしている態度である。要はターゲットに対する信頼性低下を起こすためのコミュニケーションである。彼らはことさら論理性を主張し、それを根拠で相手を嘲笑する。自分は悪意があるからこんなことを言いたいんじゃない。でも彼女の内容があまりに浅はかだからというノリで、結局浅はかな人が誰かという内容しかないトークを続ける。そういった発言には立場の引き
き受け、要は責任感がないということですよね。安全な場所にいない人は、立場を引き受けない。それをするとまともな反論を食らい、安全ではいられなくなるし、優位に立てないリスクも出てくるから、それをやらない。ただ論理性のみを主張し、同じ攻撃対象をなんとなく共有する仲間とのじゃれ合いを続けると。これ、ボーイズクラブ批判とかでもずっと言われてることだと思うんですけど、こういうことをね、に気づけるのがフェミニストの方しかいないというのは、なんか今回の騒動の全てを表してるなと思いました。はい。ということで、N100 教さん、ここからです。東大5月祭の話をちょっとまたしておりました。寛容さを求められても、そもそもヘイトスピーチは法律と条例に違反している。いや、そうなんだよな。法律にも条例にも違反してるし、東大憲章にも違反してるんですよね。だから佐々木さんとかで言ってること、やっぱ無理がありますよね。なんか神谷宗平が普段こういうことを言ってない人だったら、まだね、話はわかるけれども、100歩譲って。ね、普段から差別発言して、差別史的な主張をしてるのが明らかな人間なんだから、無理でしょ、この論理は。通じないと思いますよ。国際人権規約とか知らないんですかね。はい。だから本当ね、知識人とかがみんなこんな感じになっちゃうと本当イスラエルですよね。はい。佐々木なんてこんなものです。低発実施以降の時からひどかったです。弁髪か。ごめんなさい。本当学者のあるべき姿なのかって、いや、佐々木さんはなんか前からこういうなんか相対主義霊障みたいなことはね、繰り返してる人ですごい評判悪かったんですけども、完全になんか、ネット右用的な、感じになってしまいましたね。ですね、インターネット論壇ってどこのアベマみんなね、だからアベマ TV の関係者だっていうところはちょっと分かりやすいですよね。必ずアベマ TV に出なきゃいけない何かあるのかなっていう。はい。考えたくないですが、やはり女性だからことさら足をに言われる。沖先生については本当そうだと思いますよ。女性だし、フェミニストで目立ってるから、やっぱり言われるんだと思いますね。だから、太田恵子さんとかもそうだと思いますけど、ターゲットにされるんですよね。そう。いや、やっぱりサード論客の層を厚くしないとダメだし、こういうなんか自称リベラルみたいな人たちを、お前はリベラルでも何でもねえよって言わないとダメじゃないかと思いますよね。いや、本当何をヘイトスピーチと定義するのかみたいなことを言ってた某学者は国際人権法や日本の民法を知らないのかって、いや、ちゃんと定義されてますからね、読めよって感じですよね。ヘイトスピーチの定義は明確なのに、恣意的に言論を潰せてしまうとかいうの本当意味不明って。だから神谷さんみたいなことが言ってる人たちはね、もう本当に、聞かした人をだから、その公務員につけないとかってどう考えたってヘイトスピーチなんだから、もう議論の余地ないだろうっていう。ヘイトスピーチのことが何かわからないっていう人は、神谷宗平さんに教わるんじゃなくて別の人から勉強すべきなんですよ。そう、なんかね、自称リベラルの人たちまでね、まずは参政党に話をさせましょうみたいなこと言ってるの、びっくりしましたよね。東博樹さんとか佐々木さんとかはもはやリベラルでもないから、わかるんですけど、なんかね、周りにそうでもない人がいましたからね。火曜日の配信参照です。この間、傍らで野間さんと北州さんの歴史があれ面白かったですね。はい。いや、でも今回北州先生はね、面目を約定した気がします。なんか偉そうで申し訳ないけど、前、藤崎さんって北州さんで結構批判したりとか、意見対立することもあったんですけど、今回に関してはね、ほんと一貫して、正しいこと言ってて、で、翌日にですね、だから、こういうモスクのね、使用不許可みたいな、まさに、検閲土直球みたいなことが起きたんで、弾圧ってのはこういうことを言いますが、皆さん反対するんですかって言って、だからまともに、受け答えできてる人、今のところ見てないですね。はい。何も言えないんじゃないかと思いますよね。どう考えても北州さんの方が正しいから。はい。そう、野間さんですら北州さん正しいっつってたからね。前々から仲悪かったんですけど。本当にひどかったです。自分の同僚や教え子の中にマイノリティもいると想像できないんでしょうか。いや、本当にね、だからヘイトスピーチをまず理解してくださいよ。ヘイトスピーチってのは何だろうかっていうのは。基本的に、変えられない属性に対して、行うものだっていうことはね、皆さん理解してると思うんですけれども、なんでしょうね。
実際にそう受け取られているアイデンティティ要素を毀損することなんですよ。だから、右派の人も結構批判的に言ってたんですけど、参政党がやってるのって、いわゆるアイデンティティポリティクスなんですよね。逆アイデンティティポリティクスっていう、今、極右の人たちもの間で結構流行してる手法なんですけど、だから BLM 運動とか、LGBTQ+ の人たちの運動っていうのが、アイデンティティポリティクスを、リベラル左派の側から展開したのに対して、その要素を逆について、お前らの宗教とか民族とかジェンダーとか人種とか間違ってるみたいなことを言うのが、極右のね、差別的な逆アイデンティティポリティクスなわけですけど、だからそれに対してはね、やっぱり差別なので、どう考えても差別なので、まともな言論として受け止めてはいけないんですよ。はい。だってどう考えたってそれはね、アイデンティティを持ち出されたらもうおしまいじゃないですか。それはね、左翼とか、左翼思想とかだったら、私だってもともとね、リベラル中道みたいなことを自称してたのが、もうすっかり社民主義者になってしまいましたし、短期間で思想とかは変わったりすることはありますけれども、少なくとも宗教とか民族とか国籍とか人種とか肌の色とか血統とかジェンダーとかはね、まず変わらないし、自分の能力だって急に私が聡明な人間になれるわけでもないし、英語喋れるようになるわけでもないし、勉強すればね、できるようになるかもしれないけど、健康になれるわけでもないし、障害も持ってるし、お金持ちにもちろんなれるわけでもないしっていう、ところでですね、だからやっぱりそういうことを揶揄したりとか、バカにしたりとか、するっていうのは、もう政治でも何でもないですよね。はい。ただの悪意あるヘイト行動なので、はい。っていうことをですね、参政党をですね、擁護している人たちにはせめて理解していただきたいんですけど、なんかね、こういう基本的なことをやっぱり分かってないのかなっていう気がしますよね。そうですね、奥さん、霊障系の人たちにはやっぱりかなり距離を置いてましたよね。ギリギリそうならないっていうのはなんかすごいなとは思ってました。批判しててあれですけど、偉そうで申し訳ないですけど。善意モデルの道徳的リベラルがこの国にはめちゃめちゃ多いですが、そうではなく連帯モデルの構造的リベラルにならなきゃいけないですね。つまりどんな相手でも対等に対話し、権利を疑い、事実を確認し、構造を改善するという態度を持たなきゃいけない。そうですね。基本姿勢としてはそうですね。本当道徳でなんか寛容かどうか、良識的かどうかっていうところで判断するんじゃなくて、どんな相手にもリスペクトを持って対等に対話すると。で、その条件をやっぱり満たせない相手とは対等に対話できないから、拒否するしかないですよね。で、結局やっぱり弱いものから見捨てられるみたいなものを肯定してはいけないと思います。そう。多数派がいつも正しいわけじゃないし、ブラックライブスマターに対するオールライブスマターってそういう用語があるんですけど、それ差別ですからね。別に全ての人たちの人権を守ろうみたいな、フレーズを言ってる、一見だからヘイトスピーチと分かりづらいことを言い方でしてるわけですけれども、実際はネオナチとか白人至上主義者の人たちが、BLM をバカにするためにオールライブスマターとか、警察官の命も大事だっつってブルーライブスマターみたいなことを言ってたわけで、やっぱりそういう文脈を知らないと、なんかね、オールライブスマターの方がいいじゃないかみたいな。何がね、ブラックライブスだってね、黒人だけが特別なのかみたいな、わけのわからないことを言い出すのでいや、だから黒人の人たちが射殺される確率をね、ちゃんと勉強してくださいという感じでしかないし、本当はね、ブラックライブスというか、実際バイポックライブスマターというか、アメリカの有色人種の人たちはみんな参加してたのでそこはね、誤解される余地はあったと思いますけど、でもしょうがないですよね黒人運動なんだから。ドラムもそうですけど、アウトロー的な振る舞いもかっこいいと思ってそうでいたい。それは高市さんですね。高市さんはなんかマジョリティの中でもマジョリティしてるのに、なんかやっぱり女性だからっていうの、それはね、虐げられてきたところもあると思うしね、そこはもちろんね、非難してはいけないとこなんですけど、なんかアウトローを気取ってるっぽいところが、なんか微妙だなってあなたアウトローでも何でもないでしょって。ずっとインナーサークルにいたでしょっていう。何なんですかね、あの感じ。不思議ですよね。はい。
まあでもね、基本的にやっぱりこういうね、アイデンティティ要素をいじくってはいけないとか、そういうことをね、分かってない左翼の人はね、容易に極右になったりするので、本当気をつけなきゃダメですよ。私もね、いつも怒られてるけど、職業差別とかだって当然差別ですし、当たり前ですけどね、経済とかね、学歴ですとか、そういったことに対する差別っていうのも、当然にですね、人のアイデンティティを毀損するものですから、軽率になんかこの前も例に出したけど、なんかエフランとか高卒とかってバカにする人、リベラル派の人にもいますけど、絶対そういうことやっぱり言っちゃいけないですよ。はい。そこはね、もう軽口で許されることじゃないので、と思いますけどね。対話してる間、ヘイトスピーチが垂れ流しになるわけですが、対話を迫る人たちはその間ずっと被差別者で耐えろって言うんですかねって。いや、ほんとそうなんですよね。だからひたすら、だから、神谷宗平さんが講演してる間、この、例えば海外にルーツのある人たちとかは苦しむわけじゃないですか。めちゃくちゃ言われて。だからそれに我慢しろっつうのってだから自慢げにこういうこと言ってるやつに黙って聞いてろっていうのかっていう話だし、いくらヤジとか飛ばしてもですね、結局またなんかこういう擁護者が出てきて、なんか暴力的なヤジでね、ヤジぽいだヤジぽいみたいなヤジで妨害されたみたいなことを言い出すわけじゃないですか。だから誰でもなんかもうなんでしょうねみんなそれが分かってるのに、やっぱこういうこと言うのってペテン的だと思いますよね。はい。佐々木さん一人がこういうこと言ってるわけじゃないし、東博樹とかも似たような主張なので一人だけあれにして申し訳ないんだけど、本当ね、今回の件でね、5月祭でね、学生を非難した自称リベラルの人は反省してほしいし、反省できないんだったらもうダメじゃないですかねだって極右にやっぱり対抗できなくて取り込まれておじゃんになっちゃうみたいなのって、今回の中道改革もそれに近い流れでしたけど、英国労働党がね、今まさにリアルタイムでやらかしてて、リフォーム UK にボロカスに負けてるじゃないですか。だからやっぱり差別に対抗しないリベラルって全然魅力がないので普通に政治的にもダメだと思うんですけどね。ですね。だから東博樹さんも木下千賀さんもなんでああなってしまったんでしょうね。昔はあんな方じゃなかった気がするんですけどねなんか高市さんはマジョリティ内では確かにマイノリティ的なところがいろいろあったんだと思います。女性だし、実際ね、自民党内で差別されてきたわけだから、そこは非難しちゃいけないと思いますよ。それは分かってるけど、だからといってね、ああやって振る舞っていいというわけじゃないじゃないですかなんでああいう振る舞いをするのって。で、結果的に他のね、同じ属性のね、女性であったりとか、叩き上げの人たちがなんか偏見を受けたり苦しんだりしてるわけですよねやめろっていう感じで、思いますね。時差で反映されたんですね。いや、大丈夫です、大丈夫です。個人中傷でなければ大丈夫です。とある人が言ってたマイノリティにかまけて多数派の経済を無視しているからリベラル左翼政党は支持されないみたいな人がいて何様なのか問いたいです。なんかね、支持の人はね、ガチでそう思ってるところがあるのかなと思ってちょっと怖いんですけど、確かに、外国籍の人は国政政党に対する投票権がそもそもないし、人口比でね 3% とか 5% 程度っていう風に言われてますから、外国籍の人が全員反差別政党に投票したからといって国政選挙に勝てるわけじゃないですよ。それはそうですけれども、そもそも課題の近畿レベルが違うわけじゃ、喫緊レベルが違うわけじゃないですか。自分の命がかかってる話ですから、今回3000万円のね、カレー屋さんの件でよく分かったと思いますけど、差別を受けてると、いつ国にね、排除されたり殺されたりするか分かんないわけですから、だから、パレスチナの人たちも当然そうですけど、自分のアイデンティティとか命がかかってる話なわけですよね。だからやっぱりそれを軽視するっていうのはありえない態度だし、差別的だと言われてもしょうがないと思いますよね。そうだから職業差別とか学歴差別とかそういうのをやっちゃうの本当良くないし、だからそういうところで結局ね、本来味方になってくれる人のはずの人たちも排除してるっていうところを反省した方がいいんじゃないかと思いますよね。
だから結局外国籍の人とか難民の人とか、その人たち自身はすごくマイノリティかもしれないけど、結局そこから全ての差別に反対するっていうところにつながっていくと、大体その被差別属性を持ってない人間の方が珍しいですから、結構ね、共感が広がっていったりするんですけどね。はい。だからな、カマラ・ハリスだって、まあ、パレスチナのこと何も言わないで、LGBTQ についてもろくに発言しなかったら敗北しましたみたいなこと言ってる、反省してるのに、人の話聞いてないですよね。道徳でリベラル的なこと言ってる人たちは対象を選別し始める。まあそうなんでしょうね。だから自分の良識的でないとかインテリジェンス的でないっていうみたいな人をなんかすぐ知性とかで貶めたりするけど、それが良くないんだってばっていう、まあ話だし、そう、何らかの要素でみんなマイノリティのはずなんですよね。そう、ネトウヨすぐ貧困だとか言ったり、経済的な裕福さと人格を結びつけたりするのも本当良くないですよね。だからそういう発言の方がよっぽど支持を失ってると思うんだけど。なんでそこを使わないのかな。私は絶対そういうこと言っちゃダメだと思うんだけどな。職業差別、学歴差別、精神病差別あたりはリベラルでも平気で差別するから、そういうこと言うとやっぱりうんざりされるしね、もう連帯したくねえなって思っちゃいますよね。だから私も ADHD なので、しょっちゅう寝たりされるし、なんかね、そういうことをね、気軽に言わないでくださいよって言いたくなりますけど、そう結局は弱ってる人たちを助けないと回り回って経済が社会的にもそう衰退していくんですよね。そうマイノリティを、重視しないと多数派の経済も守れないし、それを知ってもらう必要があると思いますね。はい、その通りだと思います。ありがとうございます。まあそうですね。だから今回のね塗装屋さんの件もそうですけれども、そうやってね、確かに日本全体で言えば、わずかな商業権かもしれないですけど、そういう人たちの声を無視した結果今に至ってるわけですよね。だからやっぱりマイノリティ無視しちゃダメなんですよ。はい。国際中止について共産党が悪い、しばき隊が悪いって言ってる人たちはその日に何が起こってたかガン無視してますね。いや、バカ予告犯が悪いからね。それはバカ予告犯が悪いやろって思うんですけど、中止に関しては。柔道が滅びて左右対立の時代に戻るなら楽しみだし、まずは中間選挙ですね。いやー、中間選挙で何が何でもトランプを倒してほしいですけどね。ただトランプな、法律的に25条っていうのを憲法に、アメリカの憲法ってガサくてってね、人の憲法の悪口言うのあれなんだけど、大統領をね、ガチで罷免する条項がないんですよね。だから、トランプを罷免するの相当難しくって結局弾劾できないんですよ。だから弾劾できないから25条っていうのを憲法25条っていうのを持ち出して、要はトランプさんがまあちょっとご高齢だし病状も悪くて業務遂行能力がないっていうことに対して共和党側の賛成を得なきゃいけないみたいなんですよね。ただそれを得られたとしてもトランプが辞めて JD バンスになるだけなんですよ。それもどうなんだろうなって。中間選挙で大勝ちしても結局 JD バンス大統領誕生で終わるんだったらなんか微妙だなっていう感じがしますし、なんかアメリカの制度どうにかなんないのかなって日本の未来もかかってるんだけどってちょっと言いたくなりますけど、まあそれはアメリカ人の人たちに頑張ってもらうしかないですね。はい、日本はあくまで国外から批判しなきゃいけないし、その日本はね、日本でね、国内にこれだけの問題を抱えていてトランプ批判ばっかりしてる場合じゃないので、はい、当然トランプやイスラエルのことも批判しますけどね。一つの差別がまかり通れば同じ構造であらゆる差別が横行しますよね。自分から一番遠いと言われる人のためにそここそ声を上げなきゃいけないと思います。いや、ほんとその通りですね。はい。だから結局差別って社会構造の問題なんで、皆さんね、ほんとね、カラスマラジオはインターセクショナリティを分かってる人がたくさんいてくれて大変心強いのですが、皆さんね、私よりずっと分かってらっしゃると思うんですけど、社会構造の問題で差別っていうのね、発生しているので、あらゆる差別に反対していかないと、必ずどっかで、壁にぶつかるというか、誰かを差別しだすんですよ。で、誰かを差別しだすことを許すと、なし崩し的に他の属性の人たちをみんな差別しだすんですよね。面白くないけど、本当にそういう現象が起きるので、まあ非常に分かりやすい例が JK ローリングという人なんで、まあよかったら JK ローリングで調べてみてください。はい。ガサイ。
あ、ガサイってごめんなさい。これ方言だったっけしまった。普通に言ってました。そう、雑ってことですね。はい。北海道方言で、格好悪いとか、安っぽく雑であるというような意味で、使われる言葉でございます。はい。なんか久しぶりに方言が出たな。ガサイってでも何ルーツだったの方言だったのかな。まあ、私ね、植民地主義者のね、子孫なんで、アイヌの方々のルーツじゃないと思う、由来じゃないと思うんですけど、よくわかんないですが、ガサイというのは雑という意味です。はい。方言使っていや、あんまり最近出ないんだけどな。そう、差別主義者をね、非難するためだからといって、差別を武器にしちゃダメですよ。それはダメです。はい。そこは気をつけてください。ただ罵倒するのとは話が違うので、はい。いや、トランプの後ろに控えてるのがね、結局ピーター・ティールとバンスかって思うと、結局イーロン・マスク・トランプ体制からピーター・ティール・バンス体制になったら、バンスの方が厄介なんじゃないかって、まあね、若いしね、エネルギッシュで判断力もね、トランプよりはあると思うので、だからね、それはそれで嫌ですよね。でバンスが結局ね、パランティアを入れろ、パランティアを入れろ、パランティアを入れろみたいなことをやったら、高市さんだったら多分耐えられないと思うんですよね。本当にパランティアと契約しちゃうから、パランティアってピーター・ティールっていうね、悪のボスみたいなやつがやってる非常にやばい AI 企業なんですけど、まあ日本とね、契約してしまったらおしまいだと思うので、はい。そう。だからね、トランスヘイトはね、本当ね、すべての差別につながってるので、はい。トランスヘイターの人たちはね、ありとあらゆる差別をしだすのでね、絶対やってはいけません。はい、やめましょう。はい。ちょっと賢い2人になる。明日方言実況しますか方言実況、いや、でも私なんか意図的に方言使うのあんまり、だって、なまらガサイ、半角サイぐらいしかあんまり普段言ってる方言がないヘックライトと戦うならそれはそれでワクワクする。まあ、左翼の血が騒ぐのはそれはありますんだけどね。いや、でもなんか、アメリカのリベラルの人たち大丈夫なのかな。なんか民主党の中枢の今いる人、ジェフリーズみたいな人たち、ジェフリーズってまあ民主党で偉い人いるんですけど、の人たちと、まあ割とシオニスト寄りの人たちと、アレクサンドリア・オカシオ・コルテスさんとか、ゾーラン・マメダニさんとか、いわゆる私たちの想像するかっこいいアメリカのリベラル派のとか左翼の人たちとの間ですげえ壁があるっていうまあマムダニさんはジェフリーズはねマムダニのことをかなりギリギリまで認めなくても公認するのも嫌がってたみたいなまあそういう話もあるんですよね。だからまあなんか立憲民主党と公明党が揉めてるみたいな状況なので向こうも前途多難ですけどね。でもバンスは人気はないですよね。ほんと人望なさそうなので、そこは弱点だと思いますね。めっちゃ嫌われてるし、普通に。カリスマ性もあんまないし、そこだけは救いかな。はい。北と南の方言でいきましょう。バンスの周辺にティールやカーティス・ヤービンっていう、そう、暗黒啓蒙のね、差別主義者のやつもいますしね。だから彼らって本当ね、差別主義者だし、もう反民主主義者なんで、本当はね、なんか議会制民主主義に関わらせちゃいけない人間なんですけど、なぜかそう捉えられないですよね。なんかまあ、ティールはね、自分の属性のこともあるけど、リベラル派だとなんか思われてる節もあるし、全然リベラルじゃねえよって思うんですけど。ですね、トランスエイトはなぜか左派右派両方に需要があるからやばい。いやまあ左右をねなんかつなぐ本当なんかね差別主義のね中心みたいに今なってしまってるから私もなんかこの前もトランスエイターの人リポスト知らないでリポストしちゃったし恥ずかしいんですけど未だにやっちゃうからなんか最近ツイッターの検索がねうまく機能しないのでね私がなんか変なのポストしてたら言ってください。はいすいません本当気をつけてる検索はしてるんですけどでもね、本当にね、どこの誰がやってるかわからないっていうレベルで広がっちゃってるから、もう、なんかね、半ば諦めてるというか、もう、なかなか広がりを止めるのはもう難しいなっていうふうに思うんですけど、まあ、裁判とかではね、勝利を積み重ねてはきているので、当事者の方々の努力の結果ですけどね、やっぱそれを全力で応援していくしかないのかなという気がします。
いや、ほんとね、ヘイトでね、右と左がね、合心してますからね、なんなんだこいつらってマジで。もうほんとやめてほしい。トランスヘイトはね、非常に有害ですし、まあ差別そのものですし、ね、大体そうやってね、極右思想に取り込まれた人がたくさんいるので、はい、左翼の人はみんな気をつけましょう。X で反差別やってるとトランスヘイター独特の文章、だんだん読み取れるようになりますよね。私もなんか、少し勘でわかるようになってきた。勘鈍いのでね、結構気づかないんですけど。さっさとトランプを倒してハンサと次の敵に行かないと。そうですね。そろそろダメですけどね。まとめて博多弁と呼ばれていますが、県内の地域によってもだいぶ違うので面白いですよね。それぞれの言葉で優劣ではなく愛着持ちたいですね。そうですね。そう、トランスレーターはね、トランプの当選に大喜びしていたので、そういう意味でもね、まずは、ヘイトスピーカー、賛成とトランスヘイターはドナルド・トランプ、大矢田を倒さなければならないと思います。はい、ということでですね、今回ですね、動物病院で注射器が買えなくなったという話からちょっとまたフリートークして3時間ぐらいなんだかんだで喋ってしまいましたね。はい、皆様いかがでしたでしょうか。まあちょっと自分の体調とかの問題もあってね、こんな感じでちょっと緩くなってしまうかなと思って内容的に物足りないなという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、なんかリクエストしていただければね、まあそういった話題も作れますし、ですね、ちょっと時間作って、動画とかノートとかね、もっと充実させていきたいなという気持ちはあるんですが、まあなんかすごい最近忙しくていろいろあってするので、はい、長い目で見守っていただければと思います。はい。トランスレーター見分けスキル、いや、ほんと嫌ですけどね、嫌だけど身についちゃうんで。はい。ということでですね、皆様今日も、配信見ていただき本当ありがとうございました。そして明日はですね、はい、コズミックホイールシスターフット第5回ということで、音花風花さんと一緒にまた、スカーレット・クローワルツで実況させていただきたいと思います。ゲーム実況です。9時から開始する予定ですので、よかったらチェックしてみてください。先日、面言にですね、ちょっと創設読むパート、本編では取り入れられなかったので、そっちも、アップロードしていますので、よかったら見てみてください。はい。まあ、明日ね、風花さんの博多弁が炸裂するのか否か、ということで、今後期待ということで、はい、皆さん、ご視聴いただければと思います。のみねさん、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。個々の政治家や差別的な個人の倫理観を叩くだけでは意味がなく、格差や奴隷状態を生み出している社会構造そのものを批判しなければならないと思います。その通りですね。はい。全くそうです。まあ私もね、やっぱ参政党とかね、カビア総平とか、具体的なね、人たちを出してしまいますけれども、やっぱりね、構造の問題を捉えて、インターセクショナリティを理解しないと、差別をね、解決することはできないかなと思います。すずなりさんもコメントありがとうございます。まとめていただきありがとうございました。大ボリュームのとんでもなく面白いゲームですので、ぜひタイトルに偽りなしです。ということで、そうですね、今のところ本当コズミックホイールシスターフってやってるのでですね、すごい面白いゲームです。はい。全然配信中の言葉とかではですね、大丈夫ですよ。皆さん差別とかね、そういうことには気をつけていただいているので、はい。まあ、なんかあったら削除するので大丈夫です。安心して書き込んでください。そう、つまり資本主義批判とね、社会構造批判が必要だということですね。はい。戦争、紛争、虐殺、資本主義反対ということで、社会民主主義を広めていきたいと思っております。はい。ということでですね、配信見ていただきありがとうございました。まあちょっとね、喉の調子などもですね、少しずつ整えつつ、すみません、いろいろご迷惑かけましたが、ですね、配信の方続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。孤立を恐れず差別排外主義に反対していきましょう。いや、そうですね。はい。本当ね、人権の問題はね、譲っていい問題ではないですので、自称リベラルの人は本当反省してください。しつこいですけど。人権飲酒でさっさと譲るってリベラルじゃないからはい、自分の存在意義というものを考えていただきたいと思います。ということでですね、明日の配信もぜひでも、来ていただければと思います。それではお疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、強権政治反対ということでありがとうございました。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。